ただいまより地域中核特色ある研究大学強化促進事業キックオフシンポジウムを開催いたします。本日司会を務めさせていただきますのは NHK 財団アナウンサーの渡辺愛美と申します。皆様のご協力をもちまして大変有意義な会になりますように努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは開催にあたりまして独立行政法人日本学術振興会理事長杉野剛よりご挨拶申し上げます。皆様、今日はお忙しい中、たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。この会場には百数十名の方がいらっしゃっておられますけれども、オンラインでさらに600数十名、合わせて800名近くの方が本日のシンポジウムにご参加いただきました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。私はこの地域中核特色ある研究大学促進事業の事務局を務めております日本学術振興会の理事長の杉野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私たち日本学術振興会っていうのはご案内の通り、どちらかというと研究者個人に対する支援事業、例えば科研費でありますとか PD、DC などのフェローシップ事業、こういったものを中心にやっている独立行政法人なんですけれども、今回この新しい地域中核特色ある研究大学促進事業のですね事務局をやるということで、研究者個人に対する支援に加えて研究大学を丸ごと支援する、こういった事業の事務局を務めるということで、これは私どもにとっても大変大きなチャレンジとなる仕事になっております。多少裏事情を申し上げますと、この事業が始まるぞっていうのは1年半ぐらい前の補正予算でこれが決まったわけなんですけれども、このニュースを聞いて私はすぐにですね、ぜひやりたいと、日本学術振興会でこの事務局をやりたいということで、文部科学省、内閣府それぞれの要路の方にですね、お願いに行きまして、なんとかこれをうちでやらせてくださいと。とてもいい事業なのでうちでやらせてくださいっていうことで頼んでまいりました。最初の頃はですね、いや学術振興会さんはフェローシップでしょうみたいな感じでですね難しかったんですけど、あまりしつこく言ったものですから、じゃあやってみろということで、事務局をやらせていただくことになりました。正直独立行政法人あまたありますが、役所に向かって仕事をやらせてくださいって頼みに行ったのはうちぐらいじゃないかなと普通は役所からこれやれとかあれやれって言われるんですけど、これはですね我々からやらせてほしいということをお願いをいたしまして、念願かなった事業であります。ご案内の通り日本の大学は明治以来150年の歴史を数えております。年月を数えております。一方、大学の先進諸国であります欧米諸国は古いところで1000年、普通数百年、新興国のアメリカですらハーバードは400年の歴史であります。そういった中で日本の大学の研究力については昨今いろいろ難しい議論がございますけれども、大きな目で見るとわずか150年で世界の大学と伍するだけの実力を蓄えるに至ったという点はこれ大変なことだというふうに思っておりまして、大学の現場で研究活動に携わる先生方に対しては深く敬意を表したいと思っております。ただこれからさらに次の150年、次の日本の大学の姿、日本の次の研究力ということを考えますと、これまで日本の研究力を支えてきたいくつかのトップ大学だけではなくて、やはりここは研究大学群と
いうものが日本で育って、世界で競い合っていくという姿がどうしても必要になってくるんではないかなと思っていた時に、この新しい事業ができたということになったわけです。事業の名前が長くてですね、私自身もよく間違うんですけど、おかげさまで文部科学省さんの方で JPEAKS という分かりやすい洒落た名前とですね、それと今日お手元にトートバッグ配ってますけど、そこにシンボルマークが載ってます。ブルー系の絵で、山が3つぐらい、3大学しか載ってないことは疑問に思わないでくださいね。単なるデザインですから、こういう形でですね、日本の大学の中にですね、多くの研究大学群が育つということを願ってのシンボルマークだというふうに理解しております。ピーク、頂上を目指していくことはなかなか大変だと思います。各大学、ぜひ頑張っていただきたいと思います。私ども日本学術振興会も、伴走支援の先生方のご協力をいただきながら、文部科学省さんとともにですね、各大学を全力で応援していきたいというふうに思っております。また、今年度さらに追加の公募が始まっております。おそらく今日のオンラインでもいろんな大学の関係者の方々が傍聴されているんではないかと思いますけれども、今日のシンポジウムもぜひ参考にしていただいて、果敢にチャレンジをしていただきたいというふうに思っております。チャレンジいただく大学の関係者の方々も含めまして、またすでに選ばれた12の大学の関係者の先生方とともにですね、今後日本の研究大学群が大きく育っていくことを心から記念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。杉野剛理事長よりのご挨拶でございました。続きまして、共催いたします文部科学省から森山正人文部科学大臣よりご挨拶いただきます。皆様こんにちは。今杉野理事長から大変ご丁寧なご挨拶がありました。そのマークこれですか。ここに担当の柿田局長座っておりますけど、富士山のような一つだけの頂点を目指すのではなくて、八ヶ岳のようなピークス、各それぞれの大学にそれぞれの分野でピークを作ってもらおうというような気持ちを込めて、そして JPEAKS という略称もうまく作ってくれたと、こういうことでございます。もうここにお集まりの大学を中心に、各大学がこれからもそれぞれの分野で新たなチャレンジを、新たなその高みをですね作っていっていただければと思う次第でございます。それではちょっと少し硬くなりますけど、用意された挨拶をご紹介させていただきます。本日は多くの方々のご参加のもと、地域中核特色ある研究大学強化促進事業キックオフシンポジウムがこのように盛大に開催できますこと、ご参加の皆様に心より感謝申し上げます。地域中核特色ある研究大学強化促進事業は、大学の飛躍的な研究力向上を実現するため、大学の強みや特色ある研究力を確保とした戦略的な経営に基づく環境構築を支援する大学のシステム改革事業です。採択された大学には、国際卓越研究大学と相乗的、相補的、相互補完的という意味です、に連携した車の両輪として戦略的経営により、研究力強化に必要な取り組みの効果を最大化し、研究を核とした大学の国際競争力を強化していく機能、地域規模の課題解決やイノベーション創出を実現していく機能、地域課題の解決や経済的発展を牽引していく機能の強化に取り組んでいただきたいと思います。
本日のシンポジウムでは、令和5年度採択の12大学における研究力の飛躍的な向上に向けた取り組みの発信を通じて、それぞれの大学が刺激し合い、研究大学群として発展していく機運が高まっていくことを期待しております。さて、我が国を取り巻く状況に目を転じますと、グローバル化や少子高齢化への対応に加えて、ソサエティ 5.0 の実現に向け、大きな産業構造、社会構造の転換が迫られる中、我が国は持続可能で活力ある社会を目指していかなければなりません。そうした中で、重要な社会インフラである大学には、人材育成や新たな知の創造を通じて、我が国の社会や経済を支えることのみならず、時代の社会構造の転換を促しうる大胆なビジョンを自ら提唱し、地球規模課題の解決を牽引するといった大きな期待が寄せられています。その一方、近年、我が国の研究力は諸外国と比較して相対的に低下している状況にあります。その原因としては、諸外国が研究開発投資を増加させていることに加え、国際頭脳循環の流れに出遅れていること、若手研究者のキャリアパスが不透明なこと、研究者が腰を据えて挑戦的な研究に取り組むことができる環境が不足していることなどが考えられます。そのため、文部科学省では近年、科学技術予算の充実を図っており、イノベーションの源泉である研究力を強化することに努めています。具体的には、国際卓越研究大学や地域中核特色ある研究大学強化促進事業などによる我が国全体の研究力を牽引する多様な研究大学の振興に加え、戦略的な国際共同研究等を通じた国際頭脳循環の加速、若手研究官、女性研究者など多様な人材への支援、活躍促進、科研費などを通じた自由で挑戦的な研究への支援の強化等に取り組んでいるところです。私も大臣就任以来、我が国の研究力の向上を最重要課題の一つとして受け止め、任に当たってまいりました。とりわけ高度人材育成と活用はその土台になるものと考え、本年3月に博士人材活躍プラン、博士を取ろうを取りまとめたところでございます。この博士人材活躍プランにおいては、人口100万人あたりの博士号取得者数を世界トップレベル2020年度比約3倍に引き上げることを目標にし、社会における博士人材の多様なキャリアパスの構築、大学院改革と大学等への学生等への支援、学生本人への動機づけ、こういった3つを柱とする具体的な施策をまとめ、全力で支援しています。博士人材の育成、活用には産学官による一体的な取り組みが不可欠です。大学関係者の皆様におかれましては、博士人材の高度な専門性や幅広い能力を多様な場で発揮できるよう、大学院教育の充実や進路の拡大に向けた支援など、大学院改革の取り組みを進めていただきますようお願い申し上げます。話を JPICS に戻しますと、文部科学省としては JPICS を通じて、持続的な大学の発展のための確固たる基盤を構築していただきたいと思っています。そこで採択大学の皆様には改めて大学の戦略的な経営の実行をお願いしたいと思います。戦略的な経営にあたっては、まず本事業機関を通して大学の知財等を活用した外部資金の獲得をはじめとする大学の経営リソースの拡張に取り組んでいただきたいと思います。また、10年後の大学を支える人材の育成に向けて、博士課程学生を含む若手研究者、研究支援人材への支援を行うなど、事業終了後を見据えた実装可能かつ持続可能な戦略を立て、取り組みを進めることをお願いします。そして次に、大学の強み、特色を伸ばす戦略に全学としてリソースを投下するなど、経営リソースをメリハリをつけて活用する文化の定着と、そのための組織改革を進めていただきたいと思います。また、自大学で足りないリソースについては、大学間の戦略的な連携を通して補完し合い、高いレベルの研究大学群を形成することも重要です。JPICS 採択大学同士や連携大学参画機関間において、競合相手ではなく互いに研究力を高め合う仲間として知見を共有し合い、研究大学群を形成し、国際的なプレゼンスをともに高め合っていくことをお願いしたいと思います。
本事業を通してこれらをぜひ実現していただきたく存じます。地域中核特色ある研究大学強化促進事業の英語名称、Program for Forming Japan's Peak Research Universities とその略称 JPEACS には、地域の中核大学や特色ある研究大学がそれぞれに強みや特色をさらに発展させ、多種多様な頂が連なる山脈のごとく存在感を発揮していくことを期待として込めています。文部科学省としても日本学術振興会と一体となって各大学の10年後のビジョン実現に向けて伴走支援を行ってまいります。最後になりますが、昨年度採択された大学には学長のリーダーシップのもと、戦略の実現に向けた取り組みを確実に進めていくことを期待しております。そしてそれぞれの取り組みについて、またその成果について、ぜひとも広く発信していただき、我が国全体の研究力向上を牽引していただきたいと思います。また今年度の公募においても、各大学の研究力向上に向けた大胆かつ実効的な戦略及び計画が提案されることを期待しています。そして本日ご参加いただいております企業や自治体等の皆様におかれましては、JPEACS への今後の温かいご支援とご協力をお願い申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきます。ちょっと固い挨拶になりましたが、これだけ多様なことを、我々、文部科学省としては期待をしているということでございます。そして、いろいろ今、国内外からいろんなことを、我々言われているところでございますが、少子化の中で大学、特に地域における大学の生き残りをどうしていくのか、そしてこれは経営という面でございます。そして同時にその研究力をどう高めていくのか、その引用論文がどうのこうのですとか、いろいろご批判も浴びているわけでございますが、我々はまず博士人材を増やそうということで裾野を広げようとしております。裾野を広げることによって頂点を高くしていきたい。そしてそれも一つの大学ということではなくて、東京一極集中ということだけではなく、各地域においてそれぞれご活躍をしていただきたい。そしてここにその科研費の問題もあれば、運営費交付金の問題もあれば、あるいは留学生をどう扱っていくのか、あるいは海外から言われておりますのは、日本に留学をするといっても、じゃあどこの大学で英語で授業が受けられるんだ、いろんなことを課題として我々も受け止めているところでございます。なかなかそういったものを急激に一足飛びに解決するということは、正直今の我々の力では無理でございますけれども、できるところから、そして10年後20年後を見据えて、少しでもその望ましい方向に近づいていくことができるよう、そしてそういうことを通して日本の知の力というんでしょうか、研究力というんでしょうか、そういったものを少しでも高めて、国際的にやはり日本はいいなと、日本と一緒に研究をしたい、あるいは日本に行って学びたい、そう思っていただけるようなそのレベルを、そういうような環境を作っていくことを我々も目指していきます。どうぞよろしくお願いします。ちょっとご挨拶が長くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。こういうご挨拶の機会を頂戴しまして誠にありがとうございました。森山正人文部科学大臣よりご挨拶をいただきました。大臣はご公務のためにここで退席されることになります。皆様どうぞ大きな拍手でお送りください。ここで舞台転換させていただきますので、しばらくお待ちくださいませ。では
基調講演に移らせていただきます。本日は地域中核特色ある研究大学の振興に係る事業推進委員会の山崎光悦委員長に、地域中核特色ある研究大学への期待と題してご講演いただきます。講演に先立ちまして、山崎委員長のプロフィールをご紹介させていただきます。山崎委員長は、金沢大学工学部助手として採用された後、金沢大学の職を歴任されながら、大学の教育研究を牽引されてきました。2014年に金沢大学長に就任された後、8年にわたって大学改革を進められ、2019年には国立大学協会副会長として、その改革手腕を全国へと広めていらっしゃいます。退任後は、金沢大学特別顧問、復興庁参与などに就任され、2023年からは、福島国際研究教育機構理事長として、福島をはじめとする東北の復興に向けた中核拠点形成にご尽力されていらっしゃいます。では、お待たせいたしました。山崎委員長にご講演いただきます。皆様、拍手でお迎えください。皆さん、こんにちは。今ご紹介いただきました山崎でございます。図らずもですね、この事業の委員長ということでですね、基調講演をせよとおっしゃられてですね、引き受けましたけど、今の文科大臣のご説明でほとんど趣旨説明終わったかなという感じがする、なかなかいいご挨拶だったと思います。いただいた時間をフルに活用させていただいてですね、私の方から主催者側としてのですね、いろんな趣旨、それから皆さんへの期待についてお話をさせていただこうと思います。今ほど言っていただいた通りですね、学長の経験を買われて、今福島でですね、創造的復興ということで、複合災害に見舞われたですね、福島地域、特に浜通りのですね、再生に向けてですね、頑張っているところでございます。そこでは今、この時間が余ったら少し詳しくお話ししようと思いますが、500人規模の研究所をですね、作ろうということで、目下奔走しております。そこでも今日お話しする話とかなり共通したですね、研究力をどうやって高めたらいいか、それを維持したらいいかというところにですね、力点を置きながら日々、業務に当たっているところでございますのでですね、皆さんとですね、悩みも一緒に共有させていただけたらなと、こんなふうに思っております。最初の1枚目ですけども、言わずもがな、日本がですね、いろんな意味で、研究力の課題があるということ、そしてまたですね、地方の大学にあってはですね、地域の課題がいろいろあって、そこにどうコミットできているか、できてないかというのは、いろんな課題、皆さんご承知の通りでございます。これらをですね、跳ねのける、あるいは吸収をして、日本全体がですね、レベルアップを図るためにですね、いろんなことが検討されてきた中でですね、2つの両輪、国際卓越とこの JPICS、この両輪でもって日本の大学群の研究力をどうやって復活をさせ、また世界トップレベルにですね、押し上げるかというのは、この事業の大切な目標だというふうに私自身理解をしております。大学の層の厚みがですね、あるようにというようなことで、イノベーション会議でですね、ここにありますように、大学が特徴ある研究成果をもとにですね、この頑張れるように政策パッケージを作ろうというふうにして検討されたのが今回の大学総合振興パッケージなるものでございます。詳細についてはいろんなところにいろんな形でですね、ご説明が行き届いているというふうに思いますので、私からとやかく申し上げる必要はないと思いますがですね、国際卓越と並んで地域中学特色ある研究大学の総合振興パッケージというのは、数から言うと25ぐらいの、全国規模に地域性も考えながら、あるいは特色も考えながら大学を選び抜いてですね、それを大学群に研究で言えばトップレベル、世界レベルの研究、そしてまたイノベーション、さらにはですね、地域の課題解決というこの3つの柱でですね、地域でしっかり頑張っていただきたいなと、あるいは特定の分野で頑張ってほしいなというところから出てきているものでございます。で、
従来から言われている、一つは例えば WPI とか、あるいは COI NEXT とかですね、あるいはそれ以外のですね、いろんな事業がございますが、それらは特定の研究分野を強くしようというような取り組みでございますが、この JPICS は、それはそれで置いておきながら、この右端にございますように、もう少しそれをですね、全体に組織レベルでですね、大学、あるいは地域の大学を巻き込んだ大学群でですね、しっかりとですね、地域を支える、あるいは特定の分野で日本全体のトップレベルに躍り出ていただくための一つの仕組みだというふうにご理解いただいたらいいかなというふうに思います。ですのでですね、特定の研究に特化した研究費を差し上げようというのではなくてですね、大学の組織的なですね、研究基盤の強化というところが基本的な狙いだろうというふうに私自身は理解をしております。少し復習になりますけれども、ここにございますようにですね、一つは、その大学自身の取り組みのですね、強化ということがあり、そしてまたですね、つなぐ仕組み、さらにはですね、地域社会における大学の活躍の促進といった分野からですね、この中にあるような諸々の関係をですね、うまくつなぎ合わせてですね、地域、社会、そしてステークホルダーにですね、しっかりとその成果をですね、訴求していくというのが役割だというふうに思っております。非常に細かいスライドですが、これは皆さんも多分ご承知のものだと思いますけれどもですね、最終的には日本全体の研究力のですね、発展を牽引するような研究大学群の形成をしたいということで、こういう名称、そしてまたこういう目的でスタートをしております。細かくはご説明申し上げませんが、簡単に言うと2000億ぐらいのファンドが用意されて、そのうちの500億については、環境整備、研究環境の整備に、残りがですね、毎年これから5年間かけてですね、選ばれた大学にしっかりと資金の上でサポートをしていくという仕組みになっております。で、初年度はですね、12の大学を選ばせていただきました。ですので、当初言われているものからするとですね、プラス10何大学が次に選ばれるはずであるというふうに私自身も理解をしているところでございます。それが単独の大学でおやりになるものがあればですね、いくつかの大学が地域性を考え、あるいは特定の研究分野ということで、距離は離れててもですね、その双方的な関係でですね、特定の大学とペアを組まれて頑張ろうという、いろんな提案が出てきておりましてですね、それらに私どもも大変ご期待を申し上げているところであります。名称については先ほど大臣からも言っていただいたようにですね、JPICS ということですね。ここにございますように、地域の中核大学、それから特色がある研究大学のその山々が重なって、連なってですね、山脈なのか、山地なのか分かりませんけど、全体としてやっぱり存在感を発揮し、日本の研究力を牽引していくということを期待してのことでございます。で、初年度はご承知の通り、この12の大学が、選定されました。この後、各大学のですね、取り組みの概要について、代表者の方からお話をいただく予定となっております。でですね、私ども選定にあたったものからですね、この事業についてのですね、高く評価をさせていただいた視点がここに7つぐらい書いてありますけれども、全部読み上げませんけれども、例えばですね、アウトプットアウトカム指標から大学の研究力をですね、ちゃんと分析をなさっているということを評価したとかですね、あるいはですね、取り組みが着実に実行できるようにですね、大胆で実効性のあるですね、計画とかあるいはロードマップがしっかりと示されているというあたりが非常に私どもとしてもですね、大切なところで、かつ3番目も重要でございます。その改革についてのですね、成果といいましょうか、大学全体、組織全体にその波及効果が期待できるかどうかというのは、特定の研究分野だけでその大学がその分野を強くしようとしているのではないというところに、しっかりとですね、評価を差し上げた次第でございます。そしてまた2つ目の課題であるイノベーション創出とか、そしてまた地域の課題をですね、しっかりと解いていただくといったところにもですね、評価の基準を置きながらですね、選ばさせていただきました。最終的にはやっぱり学長先生を中心にしたそのガバナンス体制がしっかりと整備されるということを大いに期待を申し上げているところでございます。
でまた逆にですね、申請書から私どもに見えてきたその困難さ、あるいは課題とかですね、改善の実践のために何が大事かということをちょっと整理してみますと、大きくはこの3つのことがですね、私どもにはのしかかっているなというふうに理解をしました。一つはいかにして大学全体を巻き込みながらで、先ほども申し上げました多層的な研究領域を生み出すことができるかということで、強い領域についてはさらに強くし、また分野間の連携とですね、融合を促進することをですね、組織全体の改革につなげていただきたいと、これが一つ目でございます。またですね、いかにその大胆な改革の組織の見直しをやっていただくか、改革をしていただくかと、そのための人材をどう確保していただくかということでですね、研究者自身も非常に大切ですが、合わせてですね、この URA とかですね、あるいは技術職員を巻き込んだ組織的な改革をぜひ進めてほしいなというところが見えてきたところでございます。そしてまた知の拠点としてのですね、産業界あるいは地域の自治体とともにですね、地域創生のドライビングフォース、原動力となっていただくためにはですね、ここにございますように、シーズベースからですね、ニーズベースへと、その研究の柱をですね、シフトいただくことも極めて重要かなというふうに理解をしております。ここから数枚ですね、ちょっと古いデータで恐縮ですが、金沢大学で先ほどご紹介いただいた、私が8年間取り組んだ中から数枚準備をしましたので、お付き合いください。当時私もですね、今とよく似た感覚でですね、一つは世界水準の研究を特定の研究分野を確保にしながらですね、どう作り出すかというようなこと、またひいては優秀な研究者人材の確保をどうやってやるかというところに非常に腹心をした記憶がございます。そしてまた2つ目はですね、特色ある教育をしっかり実践することでですね、次の世代、あるいはですね、未来の研究者をしっかり育て、それがですね、各研究組織の大学のですね、中核人材と将来になってくれるというところを非常に大切にしたものでございます。そして3つ目は研究成果がしっかりとですね、社会に実装されるためにですね、やっぱり産学連携とかですね、知の還元というところにも、地方の大学でありながらですね、しっかりと根を下ろしながらですね、いろんな努力を重ねてまいりました。研究の強化をどうやってやるかという一つのシナリオですが、これ古いデータですので、笑ってみてやっていただいてもいいんですけど、もう10年近く前、平成27と書いてますんで、8年、9年ぐらい経ってますかね。私がやっぱり最初に考えたのは、総合大学でありながら、金沢なんていうのはそんなに大きい大学じゃないので、特定の分野でどう強くなったらいいかというときにですね、分野融合、異分野融合がその一つのキーじゃないかなというふうに当時考えた次第ですね。で、恣意的にと言ってもいいかもしれない。選び抜いたですね、16の研究分野、若い先生方をこの一つのですね、この時には、新機構を作ってですね、そこに、集わせ、そこにポストを配り、その時には文部科学省のお力もお借りしました。若い研究者を集めてですね、その中から何か新しい異分野融合が起こらないかなということで、いろんな活動をさせていただいたし、中にいる人たちがそれで頑張ってくれたというふうに思っております。その中からですね、いくつかの成果が生まれました。その一つがですね、地方の大学で初めて WPI にもですね、採択をいただいたナノ生命科学研究所というのが、ここにございますように、もはや8年ぐらい前になりますでしょうか、採択を受けました。金沢大学にもですね、がん進展制御研究所というのが一つだけ法人化前から研究所がありました。それとは別にですね、ウェットな環境下でですね、原子間力顕微鏡を研究する装置を作る研究グループがいました。また化学の分野ですね、超分子化学という分野で長けてる先生方の集まりがあって、この3つをどうくっつけてですね、新しい課題にチャレンジしてもらうかということを、学長主導でですね、シナリオを作りました。先生方は大いに反対をされました。素人が考えるってとんでもないことだっていうんでね、でも夢をみんなでこう語りながら新しい、例えば最終的にはがん細胞の中がですね、覗ける見れる、動態が観察できるような顕微鏡が作れないかというようなのがこのモデルのですね、最終目標なんですが、今8年目ぐらいだと思いますけども、そこそこ結果が出つつあります。これ一例でございます。やってみれば地方の大学でもある程度のことはできる
できないこともありますけども、財政的には非常に厳しい部分がありますけども、やれてるというふうに思います。その後、私の目から見ると、広島大学でしっかりやってらっしゃいますし、どんどん続いてほしいなというふうに思っている次第です。で、そのことに、いいことにしてですね、学内に次々といろんな新しい芽を育ててですね、違う研究分野を次々と育てた、これ、研究所を当時ですね、ナノ生命科学とは右上にございますが、その他に3つの研究所を毎年のように作り上げてですね、少しずつ育てている。今、どう育ててるか、私自身は追従はしてないんで分かんないんですけども、こんなことがあります。それから同じようにですね、未来の研究グループをどう作っていくかということでですね、文系も含めてですね、いろんな形で金沢大学では当時ですね、新しい研究所の一つ手前のですね、卵をどう育てるかという研究センターをいくつも作ってですね、うまくいった例もあるし、うまくいってない、多分、この後和田先生お話しされるんだろうと思いますけど、そうでもない例もあるだろうと思います。私自身はそういうことを、ですね、目論んでいろんなことをやらせていただきました。研究力を強化するという観点からはですね、私が思うにですね、もう少しいくつかの観点があって、一つはやっぱり支援スタッフをどう強化するかということで、金沢大学は日本でですね、URA という制度を取り入れた、いち早く取り入れた大学の一つでございます。細かくはお話ししませんけども、いろんな役割をですね、URA に依存しながら、先生方はちょっとでもですね、研究に専念できる時間をですね、どう切り出してあげるかと、教育もありますしね、そういった観点からですね、サポートする人材の育成が重要であるというふうに、今日はご指摘申し上げたいと思います。もう一つはコアファシリティですね。やっぱり最先端の機器をどう大学で揃えですね、それを常にトップレベルの研究者の皆様にですね、強要していただかないと困りますけども、使っていただけるかと、使っていただけるに大学が整備をし、また運営をする、オペレーションするというのが大事だなというふうに思っております。さらにはですね、研究力強化に向けてですね、先ほどの URA と同様に、技術職員についてもですね、金沢大学では早くから、技術部というのを構成をしてですね、職会制でですね、管理をするということと合わせてですね、人材のですね、高度化にも取り組んでですね、スキル認定みたいなことを早くから学内でやってきております。そんなことも少しずつ聞いてきてるんではないかなと思ってます。もう一つ、教育という観点から2つ申し上げたいと思います。異分野融合は研究だけではなくてですね、文系、理系融合というで、分理融合という新しい、先生方のところで言うと、大きな学部を、というか、学部組織にあたりますけど、作りですね、その中にいくつかの、学科に相当する金沢では学域学類と呼んでますが、作りました。文系からの高校生、それから理系の高校生を一緒に集めてですね、集めた一つのクラスで一緒に教育をするという仕組みでございます。イノベーション人材の育成から始まって、観光デザインとかですね、最近ではですね、理系にちょっと近いですね、イノベーション系もスタートをしております。現場はかなり混乱しているというふうに聞いてますけど、仕方のないことですね、数3やってることをやってない子にまとめて教えるってなかなか数学の先生も苦労されているようにお聞きしております。もう一点、大学院教育はやっぱり選ばれる大学はですね、選ばれた大学はしっかりと改革をなさっていただきたいなと私自身思っております。理工系で言えばですね、2年3年という前期後期をですね、一括してですね、前後期一期通貫でというような方向が一つの方向でないかなというふうに思っております。言うほどにうまくいってるかどうか分かりませんけども、そんなことを目論んでですね、いろいろやらせていただきました。それでですね、皆さんへのご期待、これから申請される大学への私からのメッセージでございますが、2枚というか1枚半ぐらいございます。今まで話してきたことをちょっと取りまとめただけでございますけど、その研究体制とか研究支援体制の在り方ということですね、しっかりとトップマネジメント、それから特定分野、複数分野で世界水準の研究者集団をどう構築し、またそれを維持し続けるかという観点で、ご覧の通り、いくつかのことを書かせていただいています。またですね、稼げる研究者集団をどう作るかと、ずっとこの支援が続くわけではありませんのでですね、最終的には各大学はですね、民間資金なりですね、いろんなところから資金を稼いでいただきながらですね、しっかりと事実化に向けてですね、努力をしていただきたいなと
と、こんなふうに思います。2点目はですね、人材確保と、研究人材確保と環境整備という観点でございます。その素晴らしい環境を作り、またいい人を世界中からえり抜いてですね、お呼びするにはやっぱりそれなりの処遇も必要ですし、研究環境も必要です。できることとできないこと、お金の相談もあります。そうは言いながらやっぱりしっかりといろんな観点からそこはですね、やっていただけたらいいなというふうに思ってます。卓越した人材をやっぱり集めることがですね、世界に追いつく、また躍り出る一つの大事なポイントでないかなと思っております。それからですね、社会還元という観点から教育をどうするかという観点も、先ほど最後に触れました大学院教育でございます。若手研究者を育て、また社会にそれをどう輩出していくかということも重要な役割でないかなと、こんなふうに思っている次第でございます。でもう一つ、産学連携、あるいはアントレプレナーシップ教育を、地方創生とか、あるいは社会変革の、一つのドライビングフォース、エンジンにしてほしいなというふうに思います。どれもなかなか言うほどに簡単には進まない話でありますけれども、でもやっぱり早く始めて、そしてまたですね、軌道に乗せないとですね、どんどん遅れるばかりでございます。最終的にはやっぱり大学独自の資産形成なんかにも努めていただけたらなと思います。時間はあんまり残ってませんが、大丈夫かな、大丈夫ですね。もうちょっとだけお話をご紹介いただいたように、福島国際研究教育機構ということで、福島県結構大きい県でございます。浜通りというので、福島県は海側の浜通り、そして県庁がある福島や郡山がある新幹線が通っている中通り、そして山側の会津という3つの地域に分かれております。そのうちの浜通り、常磐線が通っているところですが、そこにですね、やっぱり原子力災害によってなかなか地域の復興がまだまだというところでございますので、そこのですね、新しい研究所を作ってですね、地域の産業振興、あるいは人材育成に寄与せよということでございます。研究に関しては5つの分野、ロボット、農林水産業、そしてエネルギー、放射線科学、創薬医療と、産業利用ですね。そして最後は原子力災害に関するデータ知見の集積と、世界発信と。この5つの分野で研究せよと、頑張れよというふうに言われております。でですね、予算の話が出てきますね。先ほど最初に申し上げましたように、7年が私どもの中期目標、中期計画期間でございます。7年かけてですね、500人規模の研究者集団、それをサポートする職員が200ぐらいというふうに今想定されています。今実は何にも建物も何にもない状況で、やっと復興庁が少しずつ土地を買ってくれまして、今土盛りがこれから始まろうとして、まだ5年か6年かかってやっとこさ建物が見えてくるのかなっていう、そんな状況でございます。で、皆さんとですね、直面しているいろんな問題は、課題は一緒でございます。これでいて世界トップレベルのというふうに言われてますので、どうやって世界中から研究者を集めるかというので、全国を飛び回り、そしてまた世界を飛び回っていろんな人にお声掛けをしですね、福島に来ていただけないかということでお願いしてますが、何せ環境が厳しい、東京でさえなかなか人来てくれないのに、福島に生活もなかなか楽ではないところに、そう簡単に人がですね、優秀な人材が次々と集まるとはなかなか思えないんですね。復興庁にお願いした最大はですね、給料の天井はやめてくださいと。今のところ OK と言われているのは、給与表は作りました。PI と言われる研究者、主任研究者ですね、普通の独立した研究者については、1000万強から4000万、5000万ぐらいは普通なんですが、一応天井がないということで、理事長の裁断でですね、復興庁から浜通りに行った時には1億と言われてたんですけど、それから今170円ぐらいですかね、1ドル。その頃110円ぐらいでした。なので、復興庁に行くたびに、もう2億か3億ですよねって言ってんだけど、なかなか首は縦に振ってくださらないので、財務省に直接お願いに行こうかなと。文科省もいろいろ調べてらっしゃると思うんですけど、やっぱりもうトップ大学のトップレベルの教授の先生の給料っていうのはやっぱり3億4億っていうのがごくごくざらですので、そう簡単に過
ごい研究者が集まるなとは思えないんですね。そんなことやなんやですね、処遇をどうやってやっぱり処するかっていうのはなかなか大事なポイントだなと思いながらもですね、もう一つはやっぱり研究環境だと思います。それから私ども一つはですね、それで研究者が集まって成果が出ればですね、それを社会実装しなさいということでですね、決して私どもノーベル賞を狙うような研究を一から始めようとしているんではなくて、やっぱり地域に貢献できるような社会実装ができるようなですね、研究を大事にしながらですね、産業化にですね、どう資するかということが問われているというふうに理解を。初年度はまだ研究者もいませんので、私ども浜通りに15の市町村がございます。一つ一つ丁寧に回ってですね、その地域の課題やら、あるいはですね、特徴なんかを一つずつ勉強させていただきながら、その一部をですね、我々の研究課題の中に織り込むというようなことをさせていただきました。初年度はですね、120億、130億ぐらい配れって言われて、実際配れたのは多分5、60億、今年使っていただくも含めて5、60億でしょうかね。55の研究課題を選ばせていただきました。日本中の大学に広報したつもりでありますけど、なかなか遠いところからは応募いただけてません。北海道から関東一部、京都、関西ですかね、ぐらいまで、一部九州はありましたけど、たくさんの応募をいただきました。その中から選び抜いた課題にですね、長いものはうまくいけば7年、ステージゲートなんかを設けながらですね、方向性、研究の方向性もしっかりコントロールさせていただきながらですね、これから研究成果を出してまいります。普通の大学あるいは研究所と違って、そこが、初めから研究の方向性がかなり絞り込まれているっていうところがちょっと違うところでありますけれども、そうは言いながら、少しは自由度があるというところであります。そして3つ目がですね、人材育成という、人がいないところに新しい研究所を作って、常に世界中から、日本中から人をいつも来てってお願いするんではなくてですね、しっかりと最終的にはこの浜通りに育った人、あるいは福島、東北で育った人にですね、この研究者になってもらおう、あるいは研究支援者になってもらおうというようなことを想定をしております。そしてまた最後は司令塔というので、災害からすでに13年と何ヶ月が経ちました。この間にですね、特に国立の研究所群を中心にですね、浜通り、中通りにしっかりとですね、研究拠点を構えてですね、原子力災害に関する研究が中心でございますけれども、いろんな研究に取り組んでいただいております。また、産総研なんかは、フレアというですね、エネルギー系の研究所をそんぐり郡山に移転をしていただいてですね、自然再利用のですね、再生可能エネルギーを中心にしたですね、いろんな研究をしていただいています。私ども、浪江町というところに今日構えましてですね、そこにネドの大型の実証ステーション、水素ステーションというのがあって、水電解によって作られた水素を中心にしながらですね、新しいエネルギー系をどう作っていくかというようなものを、私どもの大きなテーマの一つになっております。長々と喋らせていただきましたが、大体以上でございます。ご清聴ありがとうございました。以上です。山崎光悦委員長、ありがとうございました。こんな冊子をですね、後ろのところに置いときましたので、ぜひお荷物ですけど、お持ち帰りいただいて、ご覧いただければなと。先生方のところにもいい研究者はこれからスカートに回りますので、気をつけていただいたらいいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、採択大学の取り組み紹介に移ります。まずは北海道大学の取り組み紹介です。それでは北海道大学瀬戸口剛理事副学長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。北大の瀬戸口と申します。本日はホーキン総長に代わりましてご説明をさせていただきたいと思います。私どもの北海道大学、実は再来年で150周年を迎えます。札幌農学校から始まりまして、皆様ご存じの通り、クラーク先生から始まりまして、農業、それから水産業、第一産業が私どもの第一の強みでございます。その中で今回のテーマでは、リジェネラティブな食料生産システム
というふうに題しまして、地球環境を修復しながら、持続的に食料生産を続けていくと。こういうある意味チャレンジングなテーマを挙げまして、このようなテーマで今回応募させていただきました。ご覧いただいてますように、道内のいくつかの大学、道内の全部の大学、それと、あとは海外の大学との連携で進めさせていただいております。北海道大学はですね、北海道の土地の資産として 1% 持ってます。日本の国土の 0.2% が北大の所有地でございます。そういう意味では、非常に大きなアセットを持っておりまして、それをいかに生かしていくかということが、今回の大きなテーマの一つでございます。あとは、うちの学生はですね、全国から集まっていただいてます。7割の学生が本州から来てるんです。それに人材がいろんなところから集まってますので、その人材をいかに博士として生かしていくか。フェローシップでも大変学生の方にはご支援いただきまして、このような形で進めさせていただいております。また、SDGs のタイムズハイヤーエデュケーションランキング、5年連続で我が国で1位をいただいております。最高では世界1700大学のうちのトップ10に入っております。そのような形で、今、リジェネということで、生産、第一産業の生産にいかに関わっていくか、それから地域の課題をどうやって解決していくかというところに注力して、今回のテーマを進めさせていただいているところでございます。で、大学としては、今、2030年に向けて、HU ビジョンというのを掲げさせていただきまして、ホーキン総長のもと進めておりますが、一つはエクセレンス、優秀な研究を、卓越した研究を進めていくエクセレンスの軸。もう一つはエクステンション、社会に貢献していく展開力というところで、エクステンション、この2つの軸で、地域課題の解決と大学改革を進めていこうということを今、取り組ませていただいております。で、これはバラバラではなくて、優秀なエクセレンスの研究が地域に還元していく。それから地域の課題を解決しながら、それがエクセレンスな研究に上げていく。そういうような双方の関係を持って進めていくことを今取り組んでいるところでございます。具体的な内容でございますが、例えばエクステンションで言えば、右にありますように、もう皆様ご存じの通り、野口教授が進めておりますスマート農業、自動運転トラクターで進めていく。もうこれ今、農業の人材不足は非常に深刻でございます。日本の農地の耕地の平均面積は2ヘクタールでございますが、北海道は20ヘクタールです。平均で20です。で、帯広の方に行きますと、もっと60、70、そういう大きな耕地を耕作しているんですけど、これ今高齢化したこの産業の状態ではなかなか追いつかない。ということで、自動運転のトラクターシステムが社会課題の解決にもなってきます。もう一つは左側でございますが、水産学部でやっておりますキングサーモンの養殖。これ非常にチャレンジングで、まだ誰も解決しておりませんが、そのキングサーモン、今、地球の温暖化でですね、鮭がどんどん北上していって、北海道からもだんだんいなくなってるんです。そのような状況で、キングサーモンをこの養殖で育てよう。で、それもただサーモンを養殖するんではなくて、同時に昆布を養殖してグリーンカーボン、これで両方を相殺しながら、一石三鳥を狙おうということを考えて、今、取り組んでおります。これも北欧の大学と連携しながら、この研究、チャレンジングな研究を水産学部の方でやらせていただいています。で、今回のリジェネラティブ食料生産システムっていうのは、ここにありますように、低投入、もう資源を荒らさないような、本当の、低投入、それから高収量、低排出の農業を育てていく。もう一つは安定で高収益で、しかも低排出。要するに地球に優しいこういう第一次産業を育てていこうというのが今回の大きなテーマでございます。もう一つエクセレンスの方では、今、人間知、これは先ほどお話がありましたように分離融合で進めておるもので、AI と哲学を組めまして、人間の暗黙知をいかに実現していくか、それを共通の知にしていくかということを取り組んでおります。それから最近、ラピダスで賑わっておりますけれども、半導体人材をいかに育てていくかということも、
これ、北海道、うちだけではなくて、北海道全体、高専も含めてですね、これを取り組ませていただいております。それとワクチン拠点では、今コロナのワクチンでゾコーバありますけれども、それの開発にも一緒に携わらせていただいておりますし、WPI で採択いただいております、アイクレット化学反応拠点ですけれども、ここでは、うちの大学からノーベル賞を2人出させていただいているような状況で、非常に卓越した研究が進んでおります。これとエクステンションをいかに融合させていくかということを今、取り組んでいるところでございます。それで、先ほどからお話のあります大学改革でございます。大学改革の中では、総合イノベーション創発機構というのを新たに、これ既存の機構を解体して、また組み立て直していきます。で、この大きな役割は2つあります。北大12学部ありますけれども、今まで全体的には平等にやっておりましたが、その中で注力するべき研究をこれから定めていこうということで、3つのステージを作りまして、インキュベーションステージ、アクセレーションステージ、グランドチャレンジステージということで、研究を育てていこうということを進めています。インキュベーションステージは、とにかく若い人が分離融合、学際的に集まって、それを支援していく。もう失敗してもいいから、そこにある程度頑張っていただいて、将来の種になるものを少しずつ育てていこうということです。先生方には失敗してもいいって言うと、本当にいいんですかって言われますけれども、もうそういうふうに、失敗を前提に我々も注力していく。それからアクセレラーションステージでは、今ご紹介しました、うちの強みでありますリジェネティブな食料生産システムを、ここから少しずつテイクオフさせていく。で、最後のグランドチャレンジに行きますと、先ほどのような先端的な研究をさらに進めて、でそれをもう世界トップレベルに引き上げていく。この3段階で、それぞれ研究力を注力しながら育てていくということを、今、取り組みを始めさせていただいております。そのための大学の支援としまして、下にありますように、先ほどご案内ありましたけれども、URA、これをしっかり育てていくということをやっています。私どもも、金沢大学さんと同じように、URA かなり充実しているというふうに感じております。その中では URA がもう先生方の中を飛び回って、それからいろんな大学も飛び回って、情報を共有しながら、大学の研究をサポートしていくということを、URA っていうと今までサポート側に回るんですけど、一緒に研究やってくれっていう、そういうような形で、協力をしていただいております。それからスタートアップ、これは先々月ですね、日経新聞の方に、北大がスタートアップの企業が60から103まで増えたっていうふうに、いろいろご報道いただきましたけど、これを今、躍進している状況でございます。それから産学連携、知財の還元、これどうするかということが非常に大事なことで、知財の収入をまた大学の研究に戻していく、還元していく、このエコシステムを今、作りつつあります。おかげさまで知財も今、躍進する状態で進めさせていただいております。このような全体研究を支援していくような下側の組織、それから技術本部ですね、これも大学全部で統合して、で、今まで部局に全部張り付いてたんですけど、それを全部統合して、でいろんな研究に支援できるような柔軟な形に進めさせていただいております。このような形で総合イノベーション創発機構というのを立ち上げまして、でこれで注力する研究をさせていこうということをやっております。KPI でございますが、この JPX で求められている KPI、もちろんトップ 10% 論文、その他進めてまいります。それから産学連携もおかげさまで今、だいぶ好調で伸びている、特許ライセンス収入もだいぶ伸びているところでございます。で、私どもが申し上げたいのは、こういう今までの KPI にプラスして、社会インパクトがどうやって出たかっていうことも、ぜひこの JPX の成果としてお示しをさせていただきたいというふうに思っています。研究の成果が実際の事業なり社会にどうやって役立ったかって、それを評価する指標を開発したいというふうに考えております。これでこそ大学の地域での、日本での、世界での大学の役割があるのではないかというふうに考えておりまして、この右側の社会インパクト、
この指標の開発にもぜひチャレンジをしてみたいというふうに考えております。世界の大学、例えば同じように第一次産業で広大な土地を抱えていますオーストラリアですとか、それからクラーク先生のふるさとでありますアメリカのマサチューセッツ農科大学ですとか、そういったことも連携をしながら進めておりますし、もちろん北海道の中の大学との連携も今進めて取り組みをさせていただいているところでございます。最後に申し上げたいんですけれども、この JPICS、いろんな大学が連携してこれから取り組んでいる必要があると思います。今までの大学というのはどちらかというと、それぞれの大学が単独で競争するような仕組みがあったと思うんですけれども、そうではなくて、大学のそれぞれの強みを生かして、お互いに連携して、日本全体での研究力を上げる、そういうような機会になればというふうに感じておりますので、ぜひ、私どもの大学と連携、それから皆様方の大学と連携をさせていただければ幸いでございます。以上、ご紹介させていただきました。今後ともよろしくお願いいたします。瀬戸口剛理事副学長のプレゼンでございました。取り組み紹介でした。どうもありがとうございました。続きまして、千葉大学の取り組み紹介に移りたいと存じます。千葉大学横手幸太郎学長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。千葉大学長の横手と申します。本日は JPICS における千葉大学の取り組みについてご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。千葉大学では昨年急成されました中山俊則前学長の下で、世界に冠たる千葉大学というビジョンを策定し、その下国際頭脳循環の中核として研究、人材育成、教育、社会貢献、そして経営の4つの柱からなる目指すべき姿を策定し、その実現に向けて全学が一丸となって取り組んでいるところでございます。すなわち JPICS において千葉大学が掲げる研究力が向上した10年後の大学ビジョンは、この方針に基づいて構想いたしました。すなわちこの研究力が向上した10年後の大学ビジョンとしては、本学が強みや特色を持つ研究領域である免疫学、ワクチン学研究、そして予防医学研究、地球観測ビッグデータ統合解析研究、ニュートリノが開くマルチメッセンジャー研究など、これを学び研究し、そしてイノベーションを創出する場として国内外の学生や研究者に選ばれる大学となることを志向しています。研究力の向上については、世界卓越性を追求し、免疫学、ワクチン学研究を重点的に強化するとともに、後ほどご説明します千葉大学バイオヘルスオープンイノベーションハブという組織を活用し、バイオ×健康領域のイノベーション創出を加速するというふうに考えております。さらに、グッドプラクティスを展開し、全学の横展開に基づく中長期的な発展を目指してまいります。バックキャストで設定された主な課題としては、データサイエンス人材の育成、基礎研究から知見まで一気通貫したサポート体制、そして動物実験のさらなる最先端基盤を必要とし、そして柔軟なマネジメントが可能な学外組織、そして研究者、研究人材を活躍できる環境整備が必要だというふうに考えております。そのような中で、この前のスライドでご説明したそれぞれの課題について対応した取り組みについてご紹介したいと思います。データサイエンスコアにつきましては、後ほど詳細にご説明をさせていただきます。基礎研究から治験までを一気通貫に支援可能な組織として、人免疫疾患治療研究開発センター CSIT を学内特区として設置いたします。CSIT は NIH の人免疫炎症自己免疫センター CHI をベンチマークとして、新規治療法予防法の研究開発の千葉大モデル構築を目指してまいります。また、動物実験の代替法開発、細胞を用いたインビトロ研究、最先端基盤研究を並行して推進する次世代インビボ研究探索センター CNEIVBOR というものを設置いたします。CNEIVBOR は
NIH の先進トランスレーショナル科学研究センター NCATS をベンチマークとして実験動物の最先端基盤の構築を目指してまいります。千葉大学を核としたイノベーションエコシステムの構築として、本学出資の株式会社の設立、そして地域ベンチャー投資ファンドへの LP 出資など、外部組織を活用した取り組みを推進してまいります。さらに、国内外の研究機関との連携進化拡大として、USED との連携を進化し、トロント大学、コーネル大学との組織間連携を構築するとともに、東京大学をはじめとした参画機関の強みを活用させていただきます。研究者及び研究支援人材の育成やキャリアパスの構築などとして、若手研究者が研究に専念できる研究環境の整備、そして研究支援人材の能力や実績を踏まえた処遇、キャリアパス、キャリアアップ等の構築を進めてまいります。さて、参画機関でございますが、医科学研究所との長年にわたる組織レベルの連携実績があり、AMED ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業において、連携をさらに拡大している東京大学、そしてゲノム編集による品種開発に強みを持ち、新機軸の異分野融合が期待できる筑波大学、さらには感染免疫学の基礎研究等に強みを持って、粘膜免疫ワクチン開発に、おける連携が期待できる東京理科大学、そしてクロスアポイントメントを含む長年の組織レベルの連携実績があり、最先端ビッグデータ解析技術の導入などによる新機軸の連携が期待できる理化学研究所、そして世界最先端の量子技術と本学の創薬開発基盤技術の融合、そして医薬創薬の新領域開拓が期待でき、さらに立地上、千葉県内で東県内にある QST、この QST とは昨年度から連携大学院もスタートしております。そして2016年に粘膜免疫治療学ワクチン開発研究センター CMAB を共同開発し、そして若手研究者の育成なども含めて強固に連携し、さらに共生微生物学と免疫学ワクチン学の融合によるマイクロバイオーム技術革新センター CMI、この新機軸の組織間連携も期待できる UC サンディエゴなどが参画機関となっているところでございます。続いて先ほどお話ししました千葉大学バイオヘルスオープンイノベーションハブについてご説明申し上げます。こちらの施設をつくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅より徒歩5分という好立地にある本学の柏の葉キャンパスに整備いたします。本施設は2024年度末に竣工の予定です。大学や産総研、国立情報学研究所などの研究機関、そして3月連携施設が集積する、今まさに発展している柏の葉において、多機関との連携を強めてまいります。また、隣接する東京大学の新世代感染症センターなどとの連携により、粘膜ワクチンの開発をさらに実用化加速するとともに、本施設の共同研究ラボや植物工場を活用して、共同研究やスタートアップの創出につなげてまいる所存でございます。本事業の全体的な推進体制についてご説明します。研究力の向上戦略と研究向上計画を効率的、効果的に遂行し、全学の横展開により、本学の中長期的な発展につなげていくために、5月1日に学長が本部長及び議長を務めるネクストデセジアム研究戦略推進本部及び推進会議を設置しました。ミレニアムという言葉が千年期を表すことは有名でありますけれども、このネクストデセニアムは次の10年という意味から命名した次第でございます。本部の下に主要な取り組みごとにチームを設置し、柔軟にチームを新設開廃しながら、学長のリーダーシップの下で取り組みを進めてまいる所存でございます。ここで本学の JPX について、最近進捗した取り組みをご紹介したいと思います。大学を取り巻くデータサイエンスの現状としては、こちらに記載した先端研究のいずれの分野にも AI データサイエンスが必須である。また、優秀なデータサイエンス人材は企業アカデミア間で熾烈な争奪戦が行われている。AI データサイエンスは豊富な資金人材を背景に企業が研究を主導されている。そして、アルファボーズ3基盤モデルの出現など、1年単位でゲームチェンジが起きている状況。そして、
計算インフラは必須だけれども、導入運用するエンジニアがいないと研究が現場に届かないというような状況は、おそらく皆さんに共通のご認識だと思います。このような現状を踏まえ、横断的データサイエンス組織を設置することによって、最先端の AI データサイエンス技術が大学横断的に迅速に導入されるデータセットの俯瞰的な把握と活用が可能になると、企業とアカデミア間の人材流動性が向上するなど、さまざまな効果が期待されるというふうに考えております。そのような現状や期待される効果を踏まえて、7月1日に学内特区としてデータサイエンスコアというものを設置いたしました。このデータサイエンスコアのダイレクターとしては、データサイエンス開発領域のスタートアップの共同創始者であり、そして統計の専門家としても著名な西内博文氏という方にご就任をいただき、また副ダイレクターやチーフテクノロジーオフィサーにもスタートアップやフリーランスのデータサイエンスの専門人材を採用するなど、民間人材を積極的に登用しています。また、学内特区として、例えば人材採用や外部資金の間接経費の配分についても、柔軟な運用を可能としております。本年4月に設置した情報データサイエンス学部とも連携しながら、具体的には最新のハードウェア、情報技術を迅速に導入、維持するための基盤づくりや、ハッカソン、若手研究会による分野を超えた共同研究、あるいは技術習得の場の提供、そして研究者、技術者等による先端技術導入研修、学位取得サポートなど、先端研究のバックアップと人材育成の両立などを推進していく、そういう仕組みでございます。このようにデータサイエンスコアは先端研究を推進しつつ、高度データサイエンス人材の育成を目指す挑戦的な組織として指導している次第でございます。以上、千葉大学の取り組みについてご説明させていただきました。今後とも本学の JPX 事業の推進にご指導、ご鞭達を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。ご清聴いただきありがとうございました。千葉大学横手幸太郎学長にご紹介いただきました。ありがとうございました。続きましては、東京農工大学の取り組み紹介です。それでは東京農工大学千葉和弘学長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。東京農工大学学長の千葉でございます。それではこのタイトルにありますような内容で、本学、それから電気通信大学と東京外国語大学と、一緒に進めさせていただいておりますので、どういうことを重点的にやっているかということを中心にお話しさせていただきたいと思います。ですね、大きな目標というのはこれ、おそらく JPX 全体のものと、よく一致しているかなと思いますけれども、特に、人務社会系ですね、東京外国語大学さんも、全面的に入ってくださっているということで、総合値という観点で、国際社会課題を解決するということを、実証したいというふうに思っております。基本的には知を集めて産へと展開するということでですね、これが、随分昔から産学連携ということを言われてきていますけれども、これが目に見える形で、それからこれまで課題として残されてきてなかなか解決が難しかったことで、これを実際に突破していこうというふうに思っています。そして本当の意味で産学連携が形あるものになって日本が大きく躍進する、そういう姿を見せたいという、そういう思いでこの JPX の事業をやらせていただいているところでございます。簡単に言いますとですね、当然サイエンスがベースにあるんですけれども、世界と信頼関係を構築して国際的求心力を増すという、これ当たり前のことなんですが、この地球がもう限界を超えている、それから人口が80億人を超えてやがて100億人になるというところで、この事態を私は解決できるのは日本の考え方ではないかというふうに思っています。日本というのは長い歴史を振り返ってみますと、
狭いところ、資源の少ないところでみんなでお互いに理解して分け合って、100% の喜びではなくてもですね、7割ぐらいの喜びでみんなが分かち合うという考え方で、これは実はサイエンスを超えた非常に重要な日本の文化であり、社会規範ではないかなというふうに思っています。まさにこれが総合値の基盤を出すものでありますので、こういうところを世界と共有しながら本当に重要な事業を進めていきたいというふうに考えております。で、具体的なことなんですけれども、簡単に言いますとインパクト投資という言葉よく使われております。で、この、中身のところは非常に今私たちが進めていこうとしていることに、よく一致しています。で、簡単に言いますと社会リスクを解消するということそのものを価値にする、ということです。ただですね、社会リスクを解決しました、みんなで頑張りましょうというだけではですね、これは機動力が生まれない、波及力が生まれません。で、当然経済的なリターンというものがなければみんなでどんどんやっていこうという流れにはならないというふうに思っています。従いまして目指すべきところはさまざまな社会的なリスク今もう言われているので列挙する必要はないと思うんですけれども、それを解決するものと事業性を連動させるというものを実証したいと思っています。で、この課題を見つけて多くの特に日本の企業さんを巻き込んでいく、そして、国レベルでの、交渉とかですね、あるいは海外の民間企業を巻き込んでいくというようなアクションが必要ではないかというふうに思っています。で、これまでの産学連携の在り方というのはですね、大学の立場ですと、企業さんがこういう研究課題をやりたいんだけど、こういう開発やりたいんだけど、大学こういうシーズ持ってますよねって一緒にやりませんかという話だ、それが多かったと思ってます。で、そうではなくてですね、本当に重要なことを大学がもっと先んじて見出して、そして世界とのつながり方も大学がどんどん先に出ていって、その仕組みを作る。で、そこに大企業さん、中小企業さん、それからスタートアップなどに入っていただいて、日本が先導していく体制を作りたいというふうに思っています。非常に大きなことを言ってるなと思われるかもしれませんが、一つの具体的な例がですね、SAF、持続可能な航空燃料ですね。で、これについてはもうすでに皆様お聞きになっているところも多いかと思いますが、例えば航空燃料、これは2030年までに日本は10% を SAF に転換するというふうに国が宣言しております。しかし明確な、なんていうか、そこに到達するための道筋がまだ不十分で、関係する民間企業も今非常に焦っている状態であるということです。で、これについてぜひですね、大学が、大いに力を発揮してこの SAF の問題、SAF をどう生産し手に入れるかというところを進めていきたいと思っています。で、市場規模はここに書いてあるように、それなりに大変な規模なんですね。2030年に日本国内だけで2000億円で全部置き換わると 1.3 兆円ということですけれども、これが世界中に広がるとどれだけの規模になるかということは容易に想像がつきます。で、いろいろな SAF の方法があるんですけども、多くの企業さんと話すとやはりですね、ある一定の部分はカーボンネガティブでなければならない。逆に裏を返すとですね、大部分はカーボンポジティブになってしまうんですね、SAF といっても。で、そういう意味でカーボンネガティブになりうる方法としてこの森林資源です。で、林業から生成される植物油を使うということが有望であると。ただしこれまでに多くのものが試されてきました。しかし多くのものが脱落しています。ではなぜ脱落したのか、これさまざまな要因があるんです。で、これについて今本学は連携する大学と一緒に徹底的に解析しております。見かけはいいようですけども、実は石油を燃やした肥料をたくさん投入するとか、労働環境が良くないとか、農地をSAF生産の場に変えてしまって結局食料生産が落ちてしまうとか、要するにですね、裏側を全部見ていくと非常に大きな問題があります。それから例えばですね、左側は石炭の廃坑の写真なんですけども、日本は大量の石炭を例えばオーストラリアから買って日本の製鉄業を成り立たせてきたんですけども、この跡地を元に戻さなければいけないというような課題があるわけです。ではそれを収益性を出しながら元に戻す方法、これはもしかするとここでSAFが作れたら一番いいんですね。
でそんな都合のいい植物があるのだろうか、でそういうようなものを、実証する、もうすでに候補は明確に出てきておりまして、マメ科のポンガミアという樹木なんですけど、これを大々的に、まずはオーストラリア、ただしオーストラリアだけを考えるんではありません。日本ではほとんどできないんですけども、アメリカ、アフリカ、インド、東南アジア等でできるわけです。でこういうところについて今、農工大の、スタッフ教員が今あちこちに、もう出張して、交渉しています。でそれと同時にこの下に書きましたような日本を代表する製鉄石油食品、林業証券、商社、みんなトップレベルの企業さんと今本学は連携をして、これを電気通信大学さん、それから東京外国大学さんと連携していくわけです。じゃあ例えばですね、東京外国語大学さんがこの事業で一体どういうところで役割を果たすのかということですけども、これはですね、広大な土地を、森林資源生産に、切り替えていくわけです。ということはですね、地元の、政府関係者だけではなくて土地所有者との交渉事が必要になります。当然何かをやろうとすると、そんなのは認められないという話が出てくるんですね。でそういうところでの交渉の場を持って、実は地域に非常に大きなメリットがあるんだというようなことを、説明していく。でこういうことをしていかないと、大きな事業は展開できないということを私たちは今思い知っているところで、そういうところも今大学が前面に出ていこうとしております。でこれは私たちは一つのディープテックでありますだと思っています。というのはですね、土壌の状態とか植物をどう成長させるか、で最終的にSAFにどう転換するか、これケミストリーの話ですけども、ありとあらゆるサイエンスと技術の分野が必要になって、それが同時に進行しなければいけない。これはですね、たとえ日本の大企業であっても今まで経験したことがないことだということで、私はこれこそまさにですね、日本の大学連携、そして世界の大学とつながった形で、同時にこれを進めていくという全く新しい産業の進め方ができるのではないかと思っています。まさにこの JPX でこういうことを進めさせていただけるということを大変ありがたく思っております。私たちも大学 100% 出資の今会社、間もなく設立できると思うんですけれども、ここに一定の事業推進機能を持たせていきます。で今話をこれまでの話ですとね、お金の話が中心なんですけれども、このような世界にですね、博士課程の人材が活躍する場を作りたい。今までもだいぶ活躍してきてもらったんですが、単に学術研究だけではなくて上の方に行くとですね、かなり事業交渉等ですね、事業開発寄りのところまで行きます。で私たちが信じるところは、こういうことがマネージできる博士の人材というのはもう必ずこれから引く手あま手であり、大いに活躍の場があるだろうというふうに思っています。まさに大学の根幹である博士人材の高度化と、それから新しい形での産業創造ということをやっていきたいというふうに思っております。今後ともご指導のほどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。東京農工大学の千葉和弘学長にご紹介いただきました。ありがとうございました。続きましては、東京芸術大学の取り組み紹介です。それでは東京芸術大学日比野勝彦学長、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。東京芸大の日比野と申します。よろしくお願いいたします。このJPX の地域中核特色ある大学の公募が始まった時にですね、東京芸大はこれに取り組んでいこうと。今日はネットでも何人800人ほどの600人ほどの方も聞いているかと思いますが、東京芸大のイメージというのがきっと皆さん美術学部、音楽学部、絵を描いている人、そして演奏家の人たちの、そしてそういう人材を育成する教育研究機関だという認識が大部分だと思います。その大学が今回何を取り組んで、そしてこの地域中学の中で何を目指そうとしているのか、
っていうことをちょっとこう、不思議がるというか、どうしていくの芸大はこれからっていう思いの方がきっと多いと思います。そういう印象を作ってきたのは今までの芸大、そして社会の芸術に対する風潮だと思います。この取り組みを応募するにあたって東京芸大はですね、この芸大、そして芸術に対する印象をこのタイミングでしっかりとアップデートしていこうという考え方を持っております。これでいいのかな。はい。これ皆さん時々というか、今でも見ますけども SDGs のマーク、17色のものがあります。この17の、これから地球が、継続的にしていくには、17の課題を解決していかなくてはいけないということで、作られたビジョン、そしてマークですけども、この17の、ゴール、そして169のターゲットにはですね、芸術文化という言葉は出てきません。しかし、ここに取り組んでいこうというのが今回の芸大の、そして今回の地域中核の大きな方向性になります。この17の社会、いろんな地球規模の社会的な課題、一体どうして起こってきたのか。これはいきなりポンと起こったわけではなく、我々人間の日常の積み重ね、生活の積み重ねであったりとか、いろいろな人間社会の意識の積み重ねによって生まれてきたのが社会的な課題になっております。一朝一夕ですぐまた解決するわけではなく、これを解決していくには今度はまたそれの逆回しですね。一人一人の行動の変容が求められていく。それを気づかしてくれるには数値的なものであったり、そしてそれを実践していくには目標数値っていうものが必要になってきますけれども、本当に心の底からそうしたいんだという願う心がしっかりないと、それは継続していくことにはならないと考えた時に、その心を動かすところにこそこの芸術の力が作用してくるのではないかと考えております。というふうに考えるとですね、どこに芸術があるかというと、この17の項目別のことを解決するには人間の行動変容しかない。その行動変容をしっかり動かす心というものを司るところっていうのはこの真ん中のですね、にじんでいる部分にこそこの芸術の立ち位置役割があるんだということが今回の我々東京芸大の試みです。すべての課題解決に対して当然人が関わっていく。そしてその心、その人がしっかり解決していくということを持続的に考えるには、その心を動かしていくっていうことに芸術が携わっていこうというふうに考えております。音楽美術などという表面的なもので、それを芸術と、それだけを芸術と呼ぶのではなく、それを聞いたり見たりした人がですね、心を動かす、そこの関係性にこそ芸術の役割があると考えております。その中でこの JPICS の取り組みということで、3つの取り組みを今回掲げております。1つ目、いろんな3つの形、都市型、そして地域型、そしてダイバーシティ型ということでモデルを作りました。まず1番目はこれ都市型の中での心の産業を作っていこう。この都市型というのは東京芸大上野に上野を拠点としてあります。そして本郷の東京大学、そしてお茶の水にある医科歯科大、そして東京工大などこの東京を拠点としている大学を連携して行っていくというもので、そして企業も参画していきます。まさにこの今日の会場となっております丸の内、そしてお隣の有楽町などでいろいろ企業展開している三菱地所さんなどともに、そしてこの拠点東京都ですね、東京都がまたこの拠点を力を入れて社会人育成をしていこうというウェルシティ構想などとも一緒になってですね、この都市型の中でこそできる社会人との育成事業を芸大と今
もうすでに始まっております有楽町芸大キャンパスっていうような授業もですね今始めております。心の産業、しっかりとこれを産業化していこう、新しい運営スキームとして芸大の大きな柱にしていこうということを今都市型で考えております。そしてもう一つ協力大学であります香川大学との連携になります。こちらは瀬戸内をステージにして始めています。東京にはない都心にはない瀬戸内海というさまざまな海洋環境そして自然の課題をしっかりフィールドとした研究っていうものを瀬戸内を中心にして香川大学とともに行っていきます。ここではですねその科学と芸術この科学も芸術もですね目的は同じです。知らないことを知りたい。それをしっかりと共有して伝えていきたい。ということでアートもですね知らないことをちゃんと自分の中で解決していきたいということで音楽も絵画も物語も始まっていきます。イメージする力そのイメージする力とそれをしっかりと数値化してエビデンスをつけていく科学的な力この2つをもってしてしっかりとしたさっきのですね17のものがにじんでいる人の心を動かす力として働かせていきたいと考えております。そして多文化共生型の共生モデルこれはですね東京芸大がすでにも行っている事例があります。ターンプロジェクトちょっと右の方にありますけれどもこちらはさまざまな障害者施設福祉施設そしてマイノリティのコミュニティにアーティストが赴いてそこで時間を共有していきます。これは自閉症の施設に行った時のアーティストの写真の模様ですけれどもどうしても福祉というとですねいわゆるハンディを持っているでその社会的な生活をするために手を差し伸べる例えば視覚的なものに障害のある方に対してはあなたの杖になりますということが福祉的な考え方がありますけれども芸術の場合はですねそのハンディをその人の個性とみなす捉えるという考え方が特徴としてあります。目の見えない世界って一体どんな世界が広がっているんだろうっていうところの視点でいくとですねその障害者施設っていうものも新しい価値と出会える文化施設になり得るのではないかというような観点で行っている活動ターンプロジェクトでそしてそのターンプロジェクトの人材を育成するドアプロジェクトっていうのが今年でも9年目になりますけれども履修プログラムとして行っています。ダイバーシティ・オン・ザ・アート・プロジェクトというタイトルで福祉×芸術ということで人材育成社会人も履修できるものとして行っています。この2つをベースにして今具体的にはですね来年秋に東京都が主催して行うデフリンピックというものがあるんですけれどもその中で文化プログラムとしてデフオペラいわゆる聴覚障害者におけるオペラとは一体どういうものなのかデフにとっての音楽とは何ぞや我々今発声して音で言葉を伝えておりますけれどもいわゆるこれは聴文化そして先ほど言ったそのハンディという捉え方ではなく聴文化にはないろう文化というものがあるんだという捉え方でデフオペラの制作を今しております。そしてそれらの評価をしていくということがとても今、大きな課題として取り組んでおります。そうですねこれが3つのもののインパクト評価を行っていくんですけれどもどうしても芸術というものが数値化しにくい、難しいよねということで終わらせるのではなくってしっかりその心の変容動いていくっていうものを一番目的は共有することそしてそれを伝えることっていうことでしっかり今までの数値化だけが共有することではなく伝えることではなくっていうところの根本的なところから問題意識を持って新しい評価の経済的インパクト社会的評価のインパクトなどを開発していきたいと思っております。
運営モデルの構築ということで、今この最後にこれ香川大学とそして東京芸大、等で今、芸術未来研究所というものを作っております。今日ちょっと私が着てきた T シャツが芸術未来研究所というちょっとT シャツなんですけども、しっかりとですね、研究所の上がですね、研究所のところじゃなくて運動場の上というその場をみんなで共有していこうということで、新しい価値観を芸術の力で、作っていこうと思っております。ちょっと時間が来ましたので、ここまでとさせていただきます。ありがとうございました。東京芸術大学日比野勝彦学長にご紹介いただきました。ありがとうございました。続きましては慶應義塾大学の取り組み紹介です。それでは慶應義塾大学天貝正幸常任理事、よろしくお願いいたします。はい、それでは慶應義塾大学の取り組みをご紹介させていただきたいと思います。慶應義塾の創始者福沢諭吉は、見学の精神である慶應義塾の目的をこのスライドで、定めております。赤線を引いた最後の部分が今回の申請の原点であります。立国の本旨を明らかにして、これを口に言うのみにあらず、久行実践もって全社会の先導者たらんことを欲するものなりと。特に世界が地政学的に極めて不安定で、地球の環境面の行く末が懸念される今の時代だからこそ、学問、特に実学による社会の先導が必要です。そこで実学の成果を未来のコモンセンスとして成就するエコシステムを確立していきます。領域横断研究を創出成長に導く土壌を整備し、課題解決から社会実装まで支援を体制する構築を作っていきます。本学は私立大学としては唯一、WPI 拠点を有し、やはり私立大学としては唯一 COINX 本格型拠点を2つ、有しております。これらの特色のある研究拠点群を創出し、そして発展させ、そしてさらに数々の学際的な新たな研究拠点群を創出し、育てていくことで、研究拠点間群同士の横の連携を強めます。そして社会ともつながり、全社会の先導を果たしていきたいというふうに考えております。社会実装では、実業家養成に特に力を入れます。スタートアップは立ち上げるだけでは不十分で、このスタートアップを社会に発展させる実業に昇華させる必要性があります。その考えに基づいて、慶應義塾は2015年にベンチャーキャピタルを創設し、すでに1号ファンド45億円、2号ファンド103億円を運用中であり、昨年には3号ファンド200億円を立ち上げたことは日経新聞等々で大々的に報じられております。また2021年からスタートアップ部門を作り、慶応発の実業家養成に注力してまいりました。ベンチャーキャピタルとスタートアップ部門との掛け合わせの結果、慶応発スタートアップの資金到達総額では全国大学でトップ、そしてベンチャー企業の数でも4年前の全国11位から5位、3位、そして2023年度は2位と躍進してきております。次に今回の JPX の事業のご支援をいただいて、信濃町キャンパス、そして八神キャンパス2つにおいて研究指示に基づくスタートアップ振興の施設を準備いたしました。信濃町キャンパスではクリック信濃町として2024年5月29日に開所をしております。ここでは
イノベーション推進本部が起業家や実業家を育て産学連携を強めるための実際の場がここにあります。床面積が2600平米、そして入居者、企業数55社、最大許容人数380名、しかもこれが信濃町キャンパスという大学病院を有する中にあり、そして大学病院のこの9階にあるという、医療との近さが非常に大きな利点となっております。今日も午前中、千葉大学の方がこのクリック信濃町を見学していただいたということで、JPEC の採択校同士の連携も積極的に強めていきたいというふうに考えております。それから八神キャンパスには、やはり理工学を中心としたこのインキュベーション施設があります。そしてこの連携、そして私たちの連携機関のオイストもここに拠点とすることで、共同によるスタートアップ振興に取り組みます。次に本事業による体制を示します。下のこの部分がいわゆる大学の学部研究科であります。つまり研究者が縦横無尽につながる学際的な研究群を拠点して、ここに COI-NEXT、WPI があるわけですが、このスライドの上半分が支援体制で、右がイノベーション推進本部、これが起業家や実業家を育て産学連携を進める部門です。そして左がグローバルリサーチインスティテュート KJR が学問によって今後の社会を設計し変革するための組織で、まさに学問の社会実装を支援する部門です。本申請によってこの赤字の部門、赤字の示す人員の配置を考え、そして拡充しております。また、現在、伊藤塾長座長に毎月ですね、JPEX 推進会議を開催しています。そこで課題が共有され、迅速に対応を立案し、実行していくという体制になっています。また、ここに研究連携推進本部というのがありますが、これは各学部研究科からの代表者が出ている研究を連携するものですが、この本部長の長谷浩二さんが JPEX のリエゾンとして活動予定です。本学には WPI、COI-NEXT、2つの本格型がありますが、WPI はマイクロバイオームを中心として、多臓器円環メカニズムの解明による新たな生命科学の確立、そして、COI-NEXT の一つはヘルスコモンズとして、医療情報を中心とした情報循環型の未来医療ヘルスケアの実現、そして、もう一つが田中宏也さんが資源循環型都市デザインによるまちづくりというものを提案して活動しております。WPI の拠点や COI-NEXT に応募した一番の目的は、まさに異分野の融合連携を進めることです。この3つのプロジェクトのすべてにおいて、医学者、理工学者、薬学者、社会科学者らが社会の豊かで健全な発展のために、未来社会の常識、コモンセンスを作り上げるべく共同に励んでおります。そこで申請課題においては、慶應義塾の研究者を研究情報レポジトリとして可視化、顕在化していきます。このシステムを構築することで、学問の社会実装に必要な新しい異分野融合を教員と URA がプッシュ型で企画、立案し、研究拠点群を新たに形成していきます。この過程では AI 等の技術も駆使して、特色ある研究者の魅力を可視化するためのショーケースを作ることで、研究連携や異分野創生を強力に推進していきたいと考えております。また、学内での企画のみならず、加えて必要なのが、学外からの課題をワンストップで受け入れ、実学に基づく解決を推進する仕組みです。企業、自治体等が気軽に課題を持ち込める窓口、私どもがアイディエーション&アクティベーションという部署を立ち上げます。本プログラムにおいては、オイストを連携大学として、人材育成をポスドク、学生、テクニシャン、そして事務スタッフの各レベルで進めます。そして、オイストには慶應義塾の連携コーディネーター、慶應義塾にはオイストの連携担当者を配置し、
恒常的な共同研究や研究費の共同獲得等を進めたいと考えております。本事業において慶應義塾は、学問の社会実装のプロフェッショナルになる、そういう特色のある研究大学を目指し、実学によって豊かで平和な社会を発展させる研究エコシステムの確立に取り組みます。そのための2つの柱が学問の社会実装と起業家実業家の創生です。学問の社会実装では学問によって社会を豊かにし、社会からの学問への信頼を高めます。起業家実業家の創生では経済発展を促進し、豊かで平和な社会を実現します。これらの挑戦に連携大学参画機関とともに世界の舞台で取り組むことで、現時点では想像すらできないような未来のコモンセンスを作る研究大学として羽ばたいていきたいと思います。そして JPICS の採択校の一つとして他の採択大学との連携を強くし、JPICS 研究大学群として日本を元気にし活性化するために活動していきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。慶應義塾大学天貝正幸常任理事にご紹介いただきました。続きましては金沢大学の取り組み紹介です。それでは金沢大学和田隆学長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。金沢大学の和田でございます。私ども金沢大学の取り組みについてお話を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。私たちは10年後のビジョンを明確にしております。非連続なイノベーションを創し続ける世界的研究拠点、ここを我々の一つのバックキャストする柱としております。ここからバックキャストをするにあたり、基本理念、大学の基本理念を大事にし、そして金沢大学のミリオンビジョンをここに据えています。私自身が学長になりました2年前、この新しい未来ビジョン、志というものを立てました。その中にオール金沢大学で未来地により社会に貢献する。未来地、聞き慣れない言葉だと思います。未来の価値を創造する。つまり私たちは課題を克服する、解決する、その次を目指している。社会を新たな価値として私たちが貢献できないかと思っています。そのために私たちはこの非連続なイノベーションを創出し続ける、そこからバックキャストして3つの柱を考えました。一つは研究力、そして社会実装、ガバナンス、この3つです。その中で2つの柱、方向性を考えています。基礎研究、融合研究の高度化、2つ目が社会実装の最速化です。その下にある4つの枠、ここの4つのアクションを持って複合的にこれを進めていく、これをイメージしています。この3つそれぞれ柱についてご説明いたします。はじめにガバナンスです。ガバナンス、ここを強めています。金沢大学 JPICS 推進本部というものを作っています。2週間、あるいは1月に1回会議をしています。その横に改革戦略室、経営戦略部門という新しい部門を作りました。学長直轄の部門です。ここから同心円状にこの改革を進めていく。これが連携をしています。その中で3つのそれぞれの柱にグループが作られています。もちろん学内との連携をしています。左に示すように私たちの先端科学を司る機構とも連携します。また未来地実証センターとも連携します。これは先ほどの未来地を冠しています。昨年度にこの未来実証センターが立ち上がりました。基礎研究、融合研究から社会実装に向く、この一連の過程をこのセンターで一元管理をしていく、こういうセンターでございます。右、連携大学としてジャイスト、そして参画大学として東京大学と連携をしてまいります。
私たちはご案内の通り、今年のお正月に大きな地震に見舞われました。現在、中長期の復興、復旧、そして再建に向けて取り組んでいます。その一つ、私たちが大学としてできること、その問い続けているセンターがございます。能登里山里見未来創造センターというセンターです。こことも連携を深めています。それぞれ研究についてお話をします。はじめに研究力強化です。私たちは10年後の金沢大学を世界標準の教育研究環境を構築し、世界トップクラスの研究拠点群を形成したい。ここが私たちの目的です。左側に戦略が2つございます。1つが国際化です。国際が日常にある。これを進めていく。そして戦略2、ここは基礎研究、融合研究、卓越研究、ここを強化していく。その2つの戦略をホップ、ステップ、ジャンプで研究拠点群に持っていきたい。まずは多様性を目指す、まず幅広い裾野を作っていく。そしてそこに高度化、先鋭化をする研究拠点を作っていく。それを持続化することによって拠点群をさらに含めていく。こういう仕組みを取りたいというふうに思っています。一例を挙げてみたいと思います。私たちは組織を超えた異分野融合、力を入れています。連携大学であります北陸先端科学技術大学院大学寺野学長とともに密接な連携体制をとっています。ジャイストには超越バイオメディカル DX 研究拠点、とても素晴らしい研究拠点がございます。例えばバイオ材料工学です。ここに示しますように機能性のバクテリアなどなど多くのシーズがございます。また生成 AI 分子シミュレーションなどに代表されますデータ科学、計算科学、こういった部分大変優れた研究者が多くいらっしゃいます。ここと私たちの臨床医学との連携をする、これによって新たなイノベーション、連携を取っていきたい。これが一つの例になります。組織を超えた異分野融合もしていくということです。もちろん金沢大学にもシーズがございます。世界的な研究拠点を目指す卓越分野多くございます。自動運転から始まり考古学までここに書いてあります。例えばこの中でも宇宙科学、最近では学生が作った小型衛星コヨも打ち上げました。この中にさらに COI NEXT 本格型もございます。 WPI もございます。これらが合わさって一つの融合研究を進化します。そして右側のところにもございます国際的な頭脳循環、とても意識しています。また先ほどからございますようにこれ JPICS を取られた企業、大学群、そしてまたさまざまな大学群研究機関とも連携を強めていく。ここによって基礎研究、融合研究を進めていくことになります。そして左側、それを社会実装に持っていかなければいけません。そこが先ほどの未来地実証センターということになります。社会に未来に価値を作っていく、このセンターになります。この未来地実証センター、概要をお話をしたいと思います。こちらも整備、本事業の整備、設備整備でご支援をいただいております。現在5階建ての建物を立ち上がろうとしています。下からご覧ください。ここは世界的研究拠点、社会実装の拠点を形成する、それを意識しています。下から上に上がっていきます。1階、2階、ここが右側に示す融合研究の場です。3階になりますと競争の場になります。ここが産学連携本部です。ジャイストの皆様の事務所と一緒に私たちは運営をしています。4階が実証研究の場です。5階に上がるとベンチャーキャピタルができます。ここは金沢大学発のベンチャーキャピタルがございます。次のスライドでもございますが、昨年の8月に新たな仕組みが立ち上がりました。ビジョンインキュベートといいます。これは金沢大学が 100% 出資する子会社として日本で初めての仕組みとしてベンチャーキャピタルを立ち上げました。このスピンアウトをしてこの社会実装を進めていく、こういうイメージでこの建物が立ち上がっています。さらに出口を私たちはとても意識しています。イノベーションを生むシーズを発掘して、そしてスタートアップにつなげる、そして成長を加速させる、この好循環を目指しています。大きく柱が2つあります。左上ご覧ください。1つはスタートアップ創出プラットフォームができているということです。
これも今年本格活動がスタートしています。JICEとともに進めています。テックスタートアップ北陸と言います。略してテッシュです。全国9拠点のうちの1つの拠点になっています。2つ目の柱がベンチャーキャピタルです。ビジョンインキュベートと言います。ここはプロの目利き集団、かなりの多くの方がいらっしゃいます。この2つが共同します。この共同することによって、これを事業を加速します。コンセプト、シード、アーリー、ミドル、この切れ目のないファンドリレーをすることによって、基礎研究から社会実装に至る、ここを加速していく。これが私たちの今の狙いです。未来地実証センター、少し説明をしてみたいと思います。私たちはこの未来地、新たな価値を作っていく、この実証研究の場としてここを位置づけています。社会と大学のニーズをつなぐインターフェースとなっています。ここでは手厚い伴走支援、企業探索を実施するプロ集団が集まっています。ショーケースを作ります。未来地で実施する社会を具現化、見える化をしていく具体例がこの右にございます。この15個、これ具体例になります。このような形で、いくつかの私たちが目指す社会をショーケースとして見せていく。そしてさらに私たちは能登半島が一つございます。能登半島をフィールドとした実証研究、社会実装によって、この創造的な復興、これも実現をしていきたいというふうに思っています。最後のスライドです。私たちは10年後、非連続なイノベーションを生み出し続ける世界的拠点群を作っていく、世界的な研究拠点群としてなっていく、ここを大きな目標に掲げて動いています。バックキャストをします。2つの方向性です。基礎研究、融合研究の高度化、そして社会実装の実装化、2本の方向性に4つのアクション、多様化、加速化、世界標準、持続化を入れ込みます。そして世界的研究拠点群を形成し、スタートアップの先進地区に生まれ変わりたいというふうに思っています。これによってソーシャルインパクト、社会的インパクト、社会貢献、意識して進めたいと思います。そのためにも、地、人の集積、交流の場を意識して形成をしていきたいというふうに思っています。今後ともいろいろとご支援をいただければと思います。本日はどうもありがとうございます。金沢大学和田隆学長によるご紹介でした。ありがとうございました。続きましては、信州大学の取り組み紹介です。信州大学中村総一郎学長、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。信州大学長の中村総一郎と申します。本日は三子水明の地信州から信州大学の挑戦をお届けしたいと思います。JPICS の使命は地域を世界につなぐ架け橋となること、地域と世界を結ぶハブ信州大学を目指したいと思っております。地球規模の課題解決で地域を元気に、そして豊かにしてまいりたいと思っております。私はかねてより大学が果たすべき役割機能にはですね、5つあるというふうに思っておりました。1番目が学びの機能、ラーニングオポチュニティ。2番目が寄り添う機能、ユナイティッドアンダーミューチュアルアンダースタンディング。そしてつなぐ機能、コネクティング。知の機能、ノレッジベース。そして何より未来を思考し、より良い未来を作る、生み出す機能、Yield a Better Future、ということで、この頭文字をつなげて私、ラッキーと呼んでおりますが、何もふざけているわけではありませんで、信州大学がこの地にあることは、信州大学にとっても、また地域にとってもラッキーであり、このご縁を大切にしたいんだと、そういう思いを込めて、名刺にもこのラッキーというのを刷り込んでいるところでございます。
そういう思いの中から、信州大学では、昨年、グレーターユニバーシティビジョン、VGSU というのを掲げました。折しもリニア中央新幹線が早晩開通ということで、スーパーメガリージョン構想というのがございます。そして、北陸新幹線ヘリテージコリドーもあります。でこの中心に長野県が位置し、その中心に信州大学があるということで、信州大学ナレッジリンクの中心の役割を果たしたいというふうに思っているところでございます。で私どもはですね、地域貢献を視野に入れながらも、強愛な、まだ近視眼的な視点での地域振興は目指さないという信念を持っております。広く世界に目を向け、未来へとつながる教育研究を推進し、その成果を地域に還元すると。そのことによって初めて地域振興が成し遂げるというふうに思っております。こうした私たち初めてその地域の真の知の拠点になるということを信じているところでございます。それではですね、少しお時間をいただきまして、JPICS 信州大学のポテンシャルについてご紹介させていただきたいと思います。実は、私、国際卓越研究大学にノミネートできるかどうかを調べさせました。で、2017年から2021年までの論文を調べましたところ、6883本というところで1万本にははるかに足らなかったわけでございますが、私どもが発表した論文の中のですね、トップ 10%、論文は993本ありまして、FWCI でも779本というところで、この比率はですね、14.4%、11.2% ということで、東京大学に次いで2位というところで、数はいまいちなんだけれど、そのクオリティが高いというところでございます。でこの私ども材料科学が得意でございますが、この材料科学を中心に、COI 地域イノベーションエコシステム等でご支援いただきまして、本学の研究力を磨いてきたと、そのおかげもありまして、今回 ARG 分野というふうに言っておりますが、新しい学理、学問分野が、この事業を通じてですね、形成されるのではないか、していきたいというふうに思っているところでございます。さて、地球の 70% は水で覆われています。で、私どもが利用している水はですね、そのわずか 0.001% にしか過ぎないというふうに言われています。もっともっとですね、うまい仕組みを作ればですね、もっと豊かな生活ができるはずだというところでございます。一方ではですね、多くの子どもたちが不衛生な水によって命を落としているという状況にございます。言わずもがなではございますが、水は命のゆりかご、命の起源でございます。でこのまさに水の惑星地球、この持続可能性を図りたいというところで、今回の JPICS プログラムはですね、水の惑星地球のですね、再生プログラムのスタート地点になるのではないかなというふうに思っているところでございます。プラネタリーバウンダリーという言葉がございます。でかなり地球が傷んでいるというところでございます。で右下の図にありますように、今であるならばまだ遅くないと、ネガティブからですねゼロポジティブに向かってですね再生できる、そのまさに臨界点に位置しているということでございまして、JPICS の大学の一員としてですね、この水とエネルギーのサステナビリティのですね先導的役割を果たしたいというふうに思っているところでございます。私どものこの水の再生、アクアリジェネレーションと申し上げておりますが、この理念目標でございます。水とエネルギーの無限循環、地産地消システムを開発すると
いうところでございます。で、まさに SDG、サステナビリティ・ディベロップメントでございますが、経済成長とサステナビリティが両立するカーボンニュートラルな社会の実現の一翼を担いたいというふうに考えているところでございます。ソーラー水素、出てきました水素からメタネーションによってですね、いいフューエルを作るというようなところで、エネルギーの供給にもなるというところでございます。で、さらにその透析でも水は大量な水が必要ですし、半導体製造ではですね、フッ素が環境を汚染しているというような環境負荷を与えない仕組みを作ってまいりたいというふうに思っているところでございます。私どもはですね、すでに地域との連携も一生懸命進めておりまして、グリーントランスフォーメーション実証タウンと申しておりますが、長野県の2つの市、松本市と飯田市と連携いたしまして、この GX 実証タウンの歩みを進めているところでございます。で、先ほどEメタンの話をしましたが、私どもはですね、この、太陽光光触媒で水素を作りますので、ソーラーメタン、S メタン、あるいは S フューエルと言うべきだろうというふうに言っているところでございます。グリーンエネルギーと一緒になりまして、水の無限循環の仕組みを構築したいというところでございます。で、現在、設置準備を進めております。市、県のご協力を仰ぎながらですね、着実に歩みを進めております。2008年、遅くても2009年にはですね、この実証タウンをですね、発表できるのではないかなというふうに思っているところでございます。で、ハードの支援が、昨年の5月に決まりまして、今このアクアリジェネレーションの競争研究センターが松本キャンパスに建築中でございます。で、信州大学は地域貢献度が高い大学ということで、知られているわけでございますが、それはですね、県内に今分散しているキャンパスでそれぞれ、企業の応援団の組織を持っているというところでございます。で、このセンター9番目のインキュベーションセンターとなります。すでにもう200のレンタルラボがありますので、これが完成すればですね、信州大学には230のレンタルラボが設置されるということになります。参画している企業はですね、延べ数では1000社を超えるというようなところで、産学連携、非常にご理解を得ているということでございます。で、少し活動の実績時系列的にご紹介したいというふうに思います。で、昨年春にハードが決まって、すぐですね、研究力強化シンポジウムを開催いたしました。で、特設ページを作る、あるいはメッセージを発出するということも進めてまいりまして、現在、学外との連携強化に向けたイベント等の開催、いろんなところでの開催を準備を進めております。自治体との連携調整会議も設置いたしました。で、企業との包括連携もですね、これを弾みに一挙に進みましたし、何より来年開催予定の大阪・関西万博にその契機とした大学等を中核とする産学連携の加速化事業というところに応募いたしまして、これが採択になりまして、出展に向けた準備を進めているところでございます。外部資金増大に向けた方策についても検討中でございますし、大学院の機能強化増員についても現在準備を進めているところでございます。で、この事業は産学官だけじゃなくて民を入れて産学官民の連携が重要だというふうに理解しておりまして、いろんな機会を使って、この広報活動を進めております。今年の1月30日から2月2日まではインタークは2024に出展いたしましたし、3月にはスイート新州ウィークを開催いたしました。
でさらには6月1日には実証タウンの予定地でございます飯田市で、水水素関連技術の実証タウンを実現するためのシンポジウムも開催したところでございます。でこの大阪・関西万博への出展の準備を進めているということでございます。テーマは、命輝く未来社会のデザインというところでございまして、私たちの掲げるところとですね、非常に方向性一致しているのかなと思っております。私たちのキャッチコピーは、水の惑星地球を守れ、アクアリジェネレーション科学者たちの挑戦というふうに銘を打っているところでございます。でそこではですね、丸4にありますが、私どもが保有する3つのですね、キーとなるテクノロジー、キーマテリアルでございますが、革新的無機結晶材料の技術、これを私たちは死んだクリスタルと呼んでおりますが、それとカーボンナノチューブを入れたですね、入れ込んだ逆浸透膜、これを寝台膜と呼んでおります。でさらには、ソーラー水素というところで、この3種の神器をですね、中高生にも、世界中の人にもですね、見ていただこうというふうに思っているところでございます。で繰り返しになりますが、JPICS 大学の使命は、世界につながる大学であるべきだというふうに思っております。でグレータユニバーシティビジョンというところで、この長野県唯一の国立大学ですが、県主眼的に長野県だけ見ている中で広域の連携をしたいと、県域を超えた広域連携による新たな価値創造に向けたですね、歩みを進めなきゃいけないというふうに思っているところでございます。ご清聴ありがとうございました。3子水明のうち水と信州からの挑戦でございました。ご清聴ありがとうございました。信州大学中村総一郎学長のご紹介でした。ありがとうございました。続きましては、大阪公立大学の取り組み紹介です。それでは、大阪公立大学辰巳佐合正弘学長、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。大阪公立大学学長の辰巳佐合でございます。イノベーションアカデミー事業の推進によるマルチスケールシンクタンク機能を備えたウェルビーイング都市創造拠点の構築に関する取り組みの現状を報告させていただきます。連携大学連携機関は参画機関はこちらに記載のとおりでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本学は2つの大型公立大学の統合によりまして、全固体電池を基軸にしたエネルギー材料研究などの特徴ある研究シリーズを産学官民の競争を通じて推進し、政策の立案や社会実装に積極的に貢献できる大学となりました。本学の特徴は、総合値を駆使して社会実装、総合値を駆使して社会課題に立ち向かう大型公立大学でございます。一つの大学、一つの国と同程度の人口と経済圏がコンパクトにまとまっている大阪のレジリエントでスマートな都市化を大学が牽引し、地域からの信頼を得ながら、ウェルビーイング都市や社会モデルを発信する未来アジアの都市シンクタンクへと成長することを目標としております。その実現に向けて、本提案では2つの取り組みを強力に進めております。一つは、産学官民競争リビングラボを推進するイノベーションアカデミー事業を通じた競争研究の加速化です。各キャンパスのリビングラボを連携させる全学ネットワーク型イノベーションエコシステムを構築し、総合値の実践の場を提供いたします。そのために、イノベーションアカデミーへの資金の集中投入と、
戦略的な人員配置を行います。同時に、技術移転戦略体制の強化を図ります。イノベーションアカデミーでは、スマートシティなど、ここに示します5つのユニットが競争の場を構築し、それぞれに特徴ある活動を行っております。この5つのユニットを情報学研究科と本学に設置されたドイツ人工知能研究センターのジャパンラボということで、こことの連携による AI がさまざまな形で支えております。で、もう一つは、社会から信頼され、行政のブレーンとなる都市シンクタンク機能の醸成です。未来都市創生ラボでは、自治体と連携したソーシャルキャピタルの醸成に向けた組織構築を進めておりまして、そのアジア展開も進めております。この4月に産学官民競争推進本部を新設し、自治体と連携した地域の課題解決プロジェクトタスクフォース、このプロジェクトタスクフォースを構築するとともに、自治体を実証実験のフィールドとするサテライトキャンパスや、行政の DX、GX 化とリスキル支援を行う、スマート社会研修、これを開始いたしました。それらの社会的なインパクトや効果を検証しながら、ソーシャルキャピタルを醸成させてまいります。また、アジア諸国の地域に適したウェルビーイング指標やソーシャルインパクトを議論する場でありますアジアラウンドテーブルを組成し、アジア諸国からの信頼を得る大学を目指します。これらの一部は内閣府のブリッジ予算を活用して準備を進めておりましたので、多くの事業を早期に開始することができました。その一部を紹介させていただきます。スマートシティに関しましては、大阪スーパーシティ型国家戦略特区との連携をより強固なものにするために、スマートシティ研究センターをスーパーシティ研究センターとして改称し、450団体が参画する大阪スマートシティパートナーズフォーラムの一端を担う組織として、各自治体との連携を開始し、大阪府や基礎自治体と連携したサテライトキャンパス、ここに示しておりますようなサテライトキャンパスを実施するとともに、6月にはスマート社会研修をキックオフさせました。産学官民プロジェクトの一例として、スマート農業、スマート都市農業を挙げさせていただきます。連携大学の長岡技科大の COI ネクストと連携したシンポジウムを1月に開催し、大規模農業と都市農業のシームレスな生産と有用資源の完全循環に関します議論が進み、都市中心部からの距離で、ここに黄色、オレンジ色、赤で色分けしましたさまざまな場所、空間におきまして、これらの吹き出しの数に相当する POC が進んでおり、大阪府農政室などと連携し、大阪農業の現状を解析し、大阪の特徴を生かすためのアイディエーションワークショップを開催して、ビジネス展開だけでなく、社会的重要性に配慮した社会実装や、ソサイティ 5.0 型の学び、働き方を提供できるような議論も進んでおります。で、このような都市課題に対して、アジアや世界のステークホルダーを一堂に集め、解決策や社会的重要性について議論を行うアジアラウンドテーブルの開催に向け、内閣府ブリッジ予算でアジアアンギャを始めました。タイのデジタル経済振興庁やインドネシア国家開発省など東南アジア諸国政府との調整を開始いたしました。また、
各国からの使節団の受け入れや研修の実施など、コミュニティ作りにつきましても並行して行いまして、本学のアジア圏でのプレゼンス向上が進みました。大阪・関西万博後にアジアラウンドテーブルを開催しまして、アジアの信頼拠点となるための取り組みを進めていくこととしております。で、最も強みを持つエネルギー材料マネジメント研究領域に関しましては、施設整備事業で設置されますスマートエネルギー棟、これを核にしました競争研究をデザインしました。企業からの寄付で設置されました風力発電システムや太陽光発電など本施設に設置された多様な総エネ、省エネ、そして蓄エネ機器の最適化や AI 化を可能にするプラットフォームやエネルギーマネジメントシステムを構築するとともに、他の建物にも応用可能なシステム構築を可能にする産学官民共創研究が、今始まろうとしているところでございます。で、この建物の2階には最先端の物質評価機器企業のショールームを設置いたします。産学共創研究が加速化されるだけでなく、データ連携、ネットワーク、プラットフォーム化の促進、技術者、研究者育成連携などの競争活動を包括的に推進する仕組みを現在構築しているところでございます。本学の特徴的な研究分野である全固体電池に関しましては、電池の高度な評価技術、電池試作ラインやそのプロセス計測技術を基盤としました競争研究に、長岡技科大、奈良女子大、東北大が参画いたします。で、本施設に入局します企業とは、総合値を用いた競争事業、社会実証実験、社会実装された技術を基礎研究で支援する取り組み、環境部や小型宇宙衛星活動などで、そういった特徴のあります学生グループとの競争活動、こういった事柄に対しまして、オーダーメイドでの競争活動デザインを進めております。ドイツ人工知能研究センターをはじめとする学内研究センターや自治体との連携をフラオごとにセキュリティ管理をして競争研究を支援してまいります。これは最後のスライドですけれども、JPX における本学の提案は極めて多岐な分野にまたがるため、学長のトップマネジメントを大学戦略室が支援いたします。また、法人理事、大学執行部や全部局長が参画する JPX 運営委員会、ここで進捗を共有管理し、全額を挙げて本事業を推進する体制を構築しております。4月に新設されました産学官民競争推進本部には、技術移転推進部門と未来都市創生部門が設置され、それぞれ URA センターや地域連携センターと連携しながら JPX 活動を推進しております。以上のような取り組みを通じまして、大学がマルチスケールシンクタンク機能を備えたウェルビーイング都市創造拠点となることを目指して努力してまいります。連携大学、参画機関だけでなく、さらに多くの大学や機関と連携した取り組みへと発展させていきたいと、心から強く思っております。どうかご支援のほどよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。
大阪公立大学辰巳佐合正弘学長によるご紹介でした。ありがとうございました。全12大学ご紹介申し上げるところなんですが、現在8大学目まで参りました。続きまして神戸大学の取り組み紹介に参ります。それでは神戸大学藤沢正人学長、よろしくお願いいたします。はい、神戸大学の藤沢でございます。我々神戸大学はバイオものづくり卓越した基礎研究と社会実装の両輪で世界をリードするイノベーションを継続的に創出する地域中核のグローバルイノベーションキャンパス、これを広島大学を連携校として進めております。大学のビジョンとしましても、真理探求の基礎科学研究を非常に重視し、地域社会と競争する応用科学の研究推進、この連携により、新たな知と人を作り、社会に貢献する異分野競争研究グローバル拠点を目指すということをいたしております。その中核となりますのが、デジタルバイオライフサイエンスリサーチパーク、これを中心に社会実装、そしてイノベーションの創出、そして社会実装、そしてスタートアップの育成を進めてきております。そしてこのデジタルバイオライフサイエンスリサーチパークにおきましては、バイオものづくり研究拠点、移行学研究拠点、健康長寿研究拠点、先端膜工学研究拠点、そして社会科学系の協力により社会システムイノベーション研究拠点を構築し、この5つの拠点が連携することに、知、人材、資金が好循環する経営成長戦略モデルを確立してきております。今回はこの5拠点のうち、バイオものづくり拠点をですね、中心に、まずは世界に伍するバイオものづくり競争研究拠点の形成を一つ目の事業といたしております。連携校の広島大学、そして大阪大学理化学研究所の国内研究機関、そして海外の研究機関とともに、このバイオものづくりの異分野競争研究を行い、国際頭脳循環を図ったいというふうに考えております。また、2つ目には DX 持続化研究環境の全額展開、そしてこのグローバルイノベーション組織機能を強化するために、グローバルイノベーションカタパルトを設置して、研究からですね、知財のサポート、そして神戸大学発のスタートアップの促進、育成を促進してまいります。また、最終的には地域産業のグローバル展開ということで、すでに360社以上の団体が集積しております神戸医療産業都市との強い連携、また神戸市との連携によって、グローバルバイオクラスターを形成し、先ほど申しました DBLR の発展、そして最終的には全学的な神戸大学の全学にわたるグローバルイノベーションキャンパスへと変革させていきたいと思っております。ご存知のとおり、バイオものづくりは経済、社会、あるいは私たちの暮らしに大きな変革をもたらしてきております。バイオものづくりが今後10年以内に製造業の世界生産の3分の1を置き換え、約4000兆円に達するというふうに言われております。このバイオものづくりは医療ヘルスケア分野、あるいはエネルギー分野、またはものづくり分野、そして食料分野、多岐にわたる産業において社会的に大きなインパクトをもたらしてきております。我々の大学におきましても、これらの分野におきまして基礎研究力を高め、そしてバイオものづくりにおけるさまざまな研究力を蓄えて、現在世界をリードするバイオものづくり研究拠点へと成長してきております。今回のですね、この事業のそれぞれの取り組みについて具体的に少しお話しさせていただきます。まず一つ目の世界に伍するバイオものづくり競争研究拠点におきましては、この右側にございますような、国内外の大学と連携することにより、次世代バイオのメディカル、あるいはフードテック、そしてカーボンニュートラル、また神戸大学の強みでもあります社会科学系の教員の連携によりバイオエコノミ
のですね、異分野競争による社会課題の解決の学理の形成と、研究基盤のですね、強化を図ってまいりたいと思っております。また、広島大学のですね、バイオ生産技術や、また国内外のさまざまな研究機関における強みを生かして、世界有数のバイオファンドリー、ロボット化、そして DX の基盤技術の創出を図り、世界に誇れるエンジニアリングバイオロジーの拠点を形成いたします。そしてトップレベルの研究者によるチーム型の研究の推進、また頭脳循環による研究機関の連携により国際共同研究を活性化してまいります。また次世代のエースの研究者を育成するために優秀な研究者をテニアトラックに集積し、次世代のチームリーダーと育成し、最終的には700名以上の多様な研究者、博士学生、海外研究者が競争する国際研究拠点の発展を目指したいというふうに考えております。2つ目は、DX 自動化研究環境の全額展開です。ロボットによる実験の高速化、高度精度化、そしてデータ駆動型研究基盤の構築など、ロボット化 DX において世界トップレベルのバイオファンドリーをすでに構築してきております。これらをさらに発展して、学内の研究家、そして国内の広島大学をはじめとする国内の大学、そして研究機関への横展開をし、研究の高速化と効率化を図ってまいりたいと考えております。このバイオものづくり領域におきましては、すでに神戸大学におきましては、強力なスタートアップをいくつか創出しております。バイオパレット、シンプロジェ、バッカスバイオイノベーション、これらにおきましては、すでに30億円以上の資金調達を獲得してきており、これらのですね、経験から、我々は単一の研究から知財、そしてスタートアップの企業という、従来の手法ではなく、社会課題解決、そしてビジネスモデルの策定、研究、知財戦略、チーム型研究というバックキャスティング手法に基づいて、グローバルスタートアップの育成、そして成功確率を上昇させていきたいと考えております。そのためにも、このグローバルイノベーション、カタパルトを設置して、グローバルイノベーション組織の強化を図ってきております。グローバルイノベーションカタパルトは、学内の GI 推進室と、神戸大学 100% 出資の株式会社神戸大学イノベーションに設置しております GB 競争室が連携することによって、しっかりとこのイノベーションデザインをサポートしてまいります。特に GB 競争室においては、自由な給与体系、あるいは雇用体系によって外部のプロフェッショナル人材を雇用し、人材交流を図ってまいりたいと思います。この GI カタパルトによって研究戦略、そして知財戦略、そして事業戦略を強化して、先ほど申しましたイノベーションデザインの基づいて、スタートアップの設立を加速してまいりたいと考えております。4つ目は、神戸市、あるいは医療産業都市と神戸大学がバイオクラスター推進室を設置し、グローバルバイオクラスターの戦略立案の実行、そしてグローバルスタートアップの創出から上場までのですね、一気通貫の仕組みを構築してまいります。そしてさらにバイオものづくりの研究拠点群、バイオものづくりのスタートアップの拠点群、そしてバイオものづくりの企業群、これらによってグローバルバイオクラスターを確立し、さらには医療産業都市にございますメディカルクラスターとの密な連携により、デジタルバイオライフサイエンスリサーチパークの発展、さらにはこの神戸のポートアイランド地区のですね、神戸医療産業都市における産業の創出と雇用者のですね、増加に貢献してまいりたいと考えております。また、人材育成におきましては、博士学生、若手研究者の育成に力を入れてまいります。経済的支援のみならず、このトップ研究者のメンタリングの指導等、さまざまな支援を行うことにより、卓越性、国際性、そして多様性に富む多様な研究者を輩出してまいりたいと思っております。特に優秀な研究者は、早期のですね、昇進のために、昇進させるために、この高等学術研究員を利用して、育ててまいりたいというふうに思っております。また、企業志向や MBA 等の学生に対しましては、アントレプレナーシップを強力に進め、
また GI カタパルトの実践教育プログラムを推進することにより、卓越したスタートアップ支援経営人材を育成してまいります。これらのですね、人材がこの拠点の中で競争することにより、スタートアップの新規設立の設立を加速してまいりたいというふうに考えております。これが事業全体のですね、マイルストーンでございます。1、2年目はバイオものづくりの競争研究拠点、GI カタパルトの運営を開始し、3、4年目にはですね、複数の POC、またあるいはスタートアップを創出し、5、6年目にはグローバルバイオクラスターの形成、そして7年目から9年目には DBR の横展開と発展、最終的に10年後、神戸大学グローバルイノベーションキャンパスへと変革させて、世界に伍する国際共同研究拠点、そして形成、そして資金循環による自律的経営実現を目指してまいりたいと思います。以上でございます。ありがとうございます。神戸大学藤沢正人学長によるご紹介でした。ありがとうございました。続きまして、岡山大学の取り組み紹介です。それでは岡山大学那須康友学長、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました岡山大学学長の那須でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私の岡山大学の課題は、地域と地球の未来を競争し、世界の革新の中核となる研究大学、持続可能な社会を実現させる10年構想でございます。で、私はこの JPICS の事業に際して、この研究大学は本当に社会を変える、社会変革を先導する大学になれるのか、それが大きな命題だと私は考えております。そしてそれを行うために大学自らが変わっていけるのか、そこを私はこの JPICS を起爆剤として進めていきたいと考えております。岡山大学にとってはこの JPICS はここにあります岡山大学ビジョン2050を実現するための大きな一歩と考えております。JPICS をやることが目的ではなく、本学の長期ビジョン、後で説明します。これを実現するために JPICS を用いて加速するという、そういう考え方でこの事業に臨んでおります。岡山大学のビジョン 2.0 から今 3.0 でございます。そして長期ビジョン、地域と地球の未来を競争し、世界の革新に寄与する研究大学というのを2050年の見据えた10年後というふうに考えて、私どもは JPICS を捉えております。私、昨年学長になりました。その時に経営の根幹に不益流行ということを起きました。こういう定義をしています。不益とは、岡山大学に関わる過去、現在、未来の人々、マルチステークホルダーの持続的で多様な幸せの実現、ステークホルダー、研究者も学生も入ります。そして流行は社会情勢を見極め、国立大学法人としての政策や地域の思いを先取りし先導する改革、人材育成、教育研究というふうに定義し、この1年間言い続けてまいりました。そしてこの JPICS もこの思いを持ちながら進めてまいりたいと思います。本学総合振興パッケージにおいては、ここの2つの部分を申請いたしました。本学における研究力強化、イノベーション創出の戦略です。研究 ILR に基づいた強み分野と次世代にリソースを投資し、強みをさらに強く尖らせていく。そして国家戦略や地域の思いを先取り、いわゆる流行、岡山大学でしか成し得ない研究を展開し、そして社会変革を起こしていく。そして総合地を活用。そのためには大学の中だけではなく、外なる場を舞台にコミュニティを形成し、そして私、先ほど言いました、ステークホルダーである研究者が生きがいとやりがい、ワクワクドキドキしながら
誇りと希望を持って研究に打ち込める場を作っていくということを考えております。その実行の司令塔としてこういう組織を作りました。私が一番この長期ビジョンを実現のためには、部門の垣根を越えるということ、そして組織風土をこの組織で変えていく、大学を変え、スピーディーな意思決定、そして強固な教職共同体制、アジャイルな手法を用いたプロダクトマネジメントを行い、組織の縦割りを排除していきたいという、そういう組織風土もこの事業で変えていきたいと私は考えております。そして研究力で社会を変革するため、この JPICS において4つの挑戦を行います。これを説明しておきます。私はこの JPICS は単なる研究プロジェクトのみではなく、いかに研究から社会変革を戦略的に展開し、そして大学も自分たちも変わっていくということを言っております。一つ目はやはり研究の卓越性です。エビデンスに基づき強くしていきます。そして新たなシステムを作りました。これが先鋭高等研究院でございます。IR により我々の強みを7つ選び、そこにこの研究院、いわゆるサッカーでいう J1 です。そして J2 を作る。で、ここは入れ替え線があるということで、決して箱ではなくシステムを作ってしっかり研究を伸ばしていこうということにいたしました。そして実際の研究は、先ほど信州大学の中村先生が言われたプラネタリーバウンダリーではないですが、地球と生態系の健康を考えた植物光エネルギー開発拠点を特区として指定し、10年後には光合成の機構の解明、そして人工光合成の実施、それに基づく素材という、そういう研究を行ってまいります。そして2つ目はイノベーションです。そしてウェルビーイング社会の実現、外なる場の拠点形成。私ども岡山大学は我が国のデジタル田園都市国家構想を牽引するデジタル田園健康特区の私アーキテクトをしております。そういったことでデジタルで世の中を変えていこうということで、 DX を軸に誰一人取り残されないコミュニティを創生していくと。その中でこの国の国家戦略特区の指定を受けている自治体の大学、こういう大学と共生連合体を設置して、大学アカデミアとしてこの国家戦略特区を盛り上げていき、社会を変えていくということを考えております。そしてもう一つ、研究環境の整備です。そのために基盤として設備と人をしっかり整えていく、そういうことを考えております。やはり先端設備の充実と研究人材の高度化によるシナジー効果、これは研究基盤の整備というにとって重要であり、私どもクライオ電源自前で整備しました。こういったものによるネットワーク、さらには技術員を高度化していくということを今行っております。そして設備整備事業におきましては、そういった研究を背景にスタートアップとともに新産業を創出するという、いわゆるイノベーションコモンズを設立していきたいと考えております。そしてもう一つ大事な4番目、私どもはこの事業を通じて知識により新たな価値を創造し、社会変革を起こすナレッジワーカーを育成していきたいと考えています。そのためにはこのさまざまな改革をやっていきたい。特にこういったことで意識改革、何でも教員がやってしまうのではなく、職員が高度化し、研究者と対等に大学の運営をしていくという、そういう姿を作りたいと考えています。複線型人事、こういったことを提案しています。今日のスライドは私資料に全部用意しておりますので、ぜひご興味のある方は持って帰っていただければと思います。こういった複線型人事や教員の機能文化、こういったことをしっかり進めていく。さらには事務職も高度化をしていくと。大学院の修学支援、そういったことももうすでに始めております。特徴的なのは、私が理事時代にすでに着手しました技術系職員の組織化です。80人いる技術職員を
一つにまとめ、こういう部長を置き、しっかりした職会を作り、それぞれのキャリアパスを作っていく、こういったことをやりました。これは昨年度中に完成させましたが、さらにもう一歩進んで、全系統の技術職員を高度化し、技術統括管理本部ということで、従来の教育研究技術職員以外のさまざまな技術系職員を統括していくと、こういったことをしっかり整えて進めてまいりたいと思います。私は JPICS を起爆剤としてですね、大学全体の研究力の強化、さらには組織風土の改革、価値向上を目指したいと思います。そしてこれを通じた大学全体への波及効果、何度も言いますが、社会変革をもたらす組織として、まず自分たちの組織制度の改革なくしてできないというふうに考えて、全学への波及効果を狙っております。この JPICS、先ほど言いましたように、組織風土を変えていく、もちろん研究力も向上していく、そして日本を牽引する研究大学となっていきたいと考えております。こういった大学との共同を行っております。さらに、やはり単独の大学ではなく、採択大学群や我が国の大学、研究機関等との好事例の横展開をすると。私ど岡山大学は、従来の内部や大学同士のしがらみ、しきたり、中心主義などを排して、共にできることは共に汗をかき、他大学のことを自分事として汗をかいていきたいというふうに考えております。こういう JPICS をきっかけにですね、我が国全体の研究力の発展を牽引したいと思いますし、こういう大きく社会が変革していく中、大学における不益と流行を念頭に、この変革のチャンスを生かし、過去、現在、未来のステークホルダーとともに、失敗を恐れず、どんどん挑戦していく研究大学になりたいと考えております。お問い合わせ先でございます。以上です。ありがとうございました。岡山大学那須康友学長によるご紹介でした。ありがとうございました。続きましては、広島大学の取り組み紹介です。それでは広島大学宮崎誠一理事副学長、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました広島大学の研究担当の理事をしております宮崎でございます。よろしくお願いいたします。本日はですね、あいにく越智光雄学長がですね、所要で出席できませんので、東方の方で代わって、本学が推進します地域中核特色のある、この推進事業において、放射光による物質を見える化技術を核とした半導体、超物質およびバイオ領域融合型産業集積エコシステムの実現について説明をしたいと思います。本日の発表内容でございますけれども、本学の提案、特に取り組みの概要について、それから実施推進体制について、それから現在までの進捗状況について、を中心に説明を申し上げます。まず、本学が、地域中核となる、バックグラウンドについてご説明をしたいと思います。本学のメインキャンパスであります、東広島キャンパスの周辺には、近隣にはですね、半導体メモリ、デバイスメーカーの大手でありますマイクロンの生産拠点でありますマイクロンジャパンがありますし、さらに大手の半導体装置メーカーではございます東京エレクトロンの事業所や ASML のジャパンの事業所が近接しております。また本学と東広島市との連携によりタウン間構想を推進しておりまして、地域に貢献する大学として
取り組んでいるところでございます。で、本事業の中核となります、メインエンジンとなります研究拠点につきましては、40年の歴史を持つ半導体産業技術研究所を含めて、後ほど説明したいと思います。それではまず提案概要について、簡単にご紹介したいと思います。本学が有する放射光による物質を見入れる化技術を核としまして、特色のある研究拠点におきまして、半導体、超物質、バイオ領域の融合型研究を強力に推進して、産業応用、集積につなげるようなエコシステムを実現するということにしております。それで、連携大学には神戸大学、それから参画機関におきましては、ここに挙げました4つの国立大学法人と1つの研究機構、さらにアメリカのアリゾナ州立大学、パデュー大学と研究協力および連携を図りながら、本事業を推進しているところでございます。10年後の大学のビジョンとしましては、やはり半導体分野で世界に有数、世界で有数な産官学リサーチコンプレックスの代表格でありますベルギーの IMEC を参考としまして、本学の特色のある研究力を生かしまして、人、地、資源の好循環のハブとなる、ここに記載しておりますように、異分野融合エコシステムを形成を目指しております。10年後のビジョンに向けて、の、ベンチマークでございますけれども、ここにあります、IMEC の、連携中核大学でありますリューベンカトリック大学を設定しております。本学の強みのある研究分野、半導体、超物質、ゲノム編集、治験薬製造および放射光、この拠点を有効に有機的に連携させまして、新しい社会価値創造をつなげるエコシステムを実現したいと考えております。それでは、もう少し、詳しい説明をしたいと思います。本学にはですね、ここに挙げました世界的にも希少な市街線域の放射光実験施設がございます。ここに列挙しておりますけれども、その特徴が列挙しておりますけれども、いくつかご紹介しますと、半導体プロセスでは市街域の露光を使って非常に微細な加工を行っているということがございますけれども、本事業で一つのテーマとしております超物質の電子スピン状態を高感度にですね、高再生に可視化する技術や、液中に溶けたですね、溶液中の生体高分子の構造分析等におきまして、世界をリードする研究成果を積み上げております。こうした本学が誇る放射光による見える化技術を中核としまして、半導体産業技術研究所 WPI に選定されておりますキラルノット超物質拠点および COI-NEXT のゲノム編集イノベーションセンターと、拡散医療製品や、メッセンジャー RM 等のワクチンも製造しておりますけれど、製造実習を担う PSI、GMP 研究拠点、教育研究センター、それから再生医療拠点、これらを有機的に連携させることによって、そこで生まれた研究成果を学際的な活用だけでなく、産業界へも展開しまして、より産業共同研究および共同利用につなげることで、ここに列挙しておりますような分野におきまして、革新的な技術を開発するものでございます。で、こうした取り組みを通しまして、連携大学や参画機関におきまして、当然のことでございますけれど、共同研究を強力に推進するとともにですね、国際的な最先端の融合研究を進め、さらにそれらをイノベーションの創出、あるいは地域貢献、あるいは社会実装へつなげていくという形に進めていきたいと考えておりまして、これらを通してですね、その結果として、
レピュテーションの向上、例えば国際協調論文の数の向上とか、若手ですね、若手、女性の人材育成、それから、海外の連携をさらに一層強化したいと考えております。それから経営基盤の強化に関しましては、産学、官民間ですね、金官ですね、失礼しました。金官のコンソーシアムをフルに活用しまして、スタートアップベンチャー支援およびインキュベーション支援、スタートアップ後のですね、インキュベーション支援を拡充しまして、これらを、さらにですね、タウン間構想に基づきまして、地域との連携を図ってまいります。これらを経営資源の獲得に結びつけまして、あらゆる要素、特に地と人材と資金の好循環、スムースな循環を誘起しまして、するようなエコシステムを実現したいと考えております。それから、研究実施体制にございますけれども、マネジメント体制における中核は、ここに書いております推進部会でございまして、これは関係した理事で構成されておりまして、そこではもちろんですけれども、KPI の達成状況の確認とともにですね、組織的、機能的な改革や、戦略的な研究支援の方策に、具体的な方策について、意思決定を行います。その決定を踏まえてですね、各、重点研究領域との、橋渡しをするのがブースターチームでございまして、こちらには、先ほどから出ておりますように、URA や知財、あるいは法務のマネージャーとか、産学連携を行うコーディネーター等で構成されておりまして、彼らの専門的な知を活用してですね、この拠点間の連携を強く推進してまいります。その拠点間の連携のシナジー効果を評価する観点からですね、学内シンクタンクを設置しまして、実際のこの事業運営や推進状況について、助言をいただくというようなシステムにしております。さらに、この事業を推進する上で、連携大学である、神戸大学さんや、伴走チームと、密に連携を取りまして、我々が目指す、ビジョンとして掲げました、異分野融合エコシステムの形成につなげていきたいと考えております。これから進歩状況について、進捗状況につきまして少しご紹介したいと思います。まず、組織的、機能的改革面での、代表的な例につきまして、2点だけご紹介したいと思います。まず、このプロジェクトを動かすメインエンジンであります、メインエンジンの一つであります、半導体産業技術研究所におきまして、それが主導する瀬戸内半導体コンソーシアムの参画企業数が新生時より10社増えまして、現在23社に達しておりまして、すでに5年後の KPI の値を大きく上回る成果が出ております。また、治験薬製造及び実習を担う PSI-GMP 教育研究センターにおきましても、産学連携によるコンソーシアムの設立にこぎつけておりまして、この8月にキックオフイベントを開催する予定でございます。それから、研究力強化に向けた、戦略的施策として、まず経営と資源、エンゲージメントについての取り組みをご紹介したいと思います。まず経営面でございますけれども、先ほどありますように、スタートアップ創業に向けた投資としてギャップファンドと、いわゆる、創業後のですね、継続的な財政支援という、ベンチャーキャピタルファンド、大学ファンドの2つの、2階建ての、ベンチャー企業への支援体制になっております。それから、最先端の研究の推進やですね、研究活動の推進や、得られた研究成果を社会実装する際に、非常に重要になります視点、倫理的、法的、社会的課題や責任にある研究、イノベーションに対する意識強化を担う、
本学に設置された競争科学基盤センターにおきまして、専任教員を配置するとともにですね、さらに大学院の人間社会科学研究科におきまして、寄付講座の倫理講座、応用倫理講座というのを新設いたしまして、このセンターとも連携しながら、本事業の推進を下支えする体制になっております。また、地域貢献におきましては、地域連携におきましては、タウン間オフィスによって、東広島市だけではなく、呉市とも、連携強化のための活動を継続的に行っているところでございます。資源に関しまして、特に研究力アップのためには、非常にキーワードとなります人的資源でございますけれども、やはり卓越した研究者を獲得、育成するための施策としまして、大学独自の特別研究員制度や海外渡航支援をさらに強化している状況にございまして、また研究支援体制につきましては、大幅な増員を図っておりまして、事業が円滑に推進されるような体制になっているところでございます。また、発信力強化のためのエンゲージメントに関しましては、英語論文の筆筆や投稿に関して支援を行うライティングセンターの機能強化のために、ライティングアドバイザーというのを国際公募しておりますし、この事業を通して得られた成果を9番ジャーナルの論文に掲載する場合には APC の全額補助という形にしております。こうした取り組みをですね、さらに充実させることによって、掲げました異分野融合エコシステムを実現したいと考えておりまして、JPICS に選ばれたですね、12大学の一つとして、しっかり機能を果たせるように頑張っていきたいと思いますので、以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。広島大学宮崎誠一理事副学長によるご紹介でした。12項目になります。事例紹介の最後になります。沖縄科学技術大学院大学の取り組み紹介です。本講演は逐次通訳によって行わせていただきます。それでは沖縄科学技術大学院大学カリン・マルキデス学長、よろしくお願いいたします。Good afternoon, everybody. I am Karin Markides, the president of OIST. And since I began my presidency at OIST last June, I had the opportunity to visit and interact with many new friends and colleagues from the inspiring university community in Japan. 皆さん、こんにちは。私は沖縄科学技術大学院大学OISTの学長を務めておりますカリン・マルキデスと申します。私がOISTの学長に着任したのは昨年6月になりますが、この1年ほどは多くの日本の大学関係者の皆様にお目にかかる機会に恵まれ、大きな刺激を受けてまいりました。It is a great pleasure for me to join all of you at this exciting and important time for the university sector. And I would like to thank MEXT and JSPS for this opportunity. So let me now introduce the OIST Nexus strategy, which is under implementation with support from JPICS. 本日この機会に皆様と有意義な時間を共有できることを大変嬉しく思っております。この場を設けてくださった文部科学省、日本学術振興会、並びに関係者の皆様にお礼を申し上げます。では、本 JPICS 事業の支援を受けて、OIST が実行する OIST Nexus 戦略についてご説明いたします。For us at OIST, we have this connected to starting with COI Next Bioconvergence Center and Nexus Meeting Places concept, and now strategically developed implementation with the support from JPICS. 私たちOISTでは COI Next と Nexus のコンセプトに始まって戦略的発展のための実践として JPICS のご支援をいただいております。
In alignment with the new One OIST strategy, our JPEACS program aims to maximize the potential of OIST capabilities by interlinking the three driving forces of excellence, innovation, and local to global contribution, as we undertake a 5-year strategy guided by 7 mission areas and an outlook for the next 10 years. オイストの新たな5年計画であるワンオイスト戦略の7つのミッションエリアに沿って大学の改革を進める中で、このプログラムは卓越性、イノベーション、地域から世界レベルでの貢献という3つの原動力を相互に結びつけることによって、私たちの可能性を最大限に引き出すことを目的としています。Under this One OIST concept, I guide the OIST Nexus strategy implementation, and our provost, Amy Shen, who is also here with me today, leads the operation of OIST Nexus aligned with the JPEACS. ワンオイストのコンセプトのもと、私がオイストネクサス戦略実行の全体総括責任者として、また本日一緒に出席しておりますプロポストのエイミー・シェンが戦略実行総括として運営を主導しております。In overcoming the various challenges facing a young and unique university like OIST, we are focusing on maturing as a peer research university that engages with the world's top universities. Throughout this process, we act as a gateway to Japan and a bridge between Japan and the world. We aim to be an active contributor to mobility and collaboration in a group of research universities that drives the strength of Japan's research capabilities. オイストのような若くユニークな大学が直面するさまざまな課題を克服することで、私たちは世界のトップレベルの大学と伍する研究大学へと成長することを目指しております。その過程において、日本と世界の架け橋となり、日本の研究力強化を牽引する研究大学群のモビリティや連携を推進すべく、積極的に貢献したいと考えております。So now, let me explain on the next slide the OIST strengths and challenges that have provided the background for this vision. このビジョンの背景となったオイストの強みと課題とは何かをご説明いたします。Since its establishment in 2011, OIST has demonstrated a variety of unique strengths and characteristics that reflect the founding vision, such as cutting-edge research, internationality, and interdisciplinarity, as indicated in blue on the slide. 2011年の設立以来、オイストは青字で示すような最先端の研究、国際性、学際性など、設立当初からのビジョンを反映したさまざまな独自の強み、特色を示してまいりました。Below in red, we show various issues that we need to overcome. The small size of the organization, with approximately 90 faculty members, limits the number of research fields and the number of experts in each research field. Communication challenges due to the international nature of the organization, and geographic distances from the metropolitan hubs in Japan, insufficient return of the investment in research resources through domestic cooperation and exchange, and diversification of financial resources and contribution to employment and economy, and also promotion of Okinawa is still in the early stages. 一方、こちらでご覧いただいております赤字は私たちが乗り越えなければいけない課題です。まず、教員がおよそ90名という組織規模の小ささに起因する研究分野や各分野教員数の制約があります。次に、国際性が豊かであるがゆえのコミュニケーション上の課題、また大都市の拠点からの地理的な距離の壁、さらに国内連携、交流を通じた研究資源への投資還元が足りていないこと、そして財源の多様化、雇用や経済など沖縄振興への貢献が道半ばということです。It is also true that these challenges are precisely where we can create new opportunities for growth and transformation. しかし、このような課題こそが、まさしく私たちオイストの伸びしろであり、成長と変革のための新たなチャンスをもたらすと私は考えております。
To solve these issues, it is important to strengthen the interlinkage with a holistic view, which is the concept of this whole project. The overall diagram on the next page explains this Nexus initiative. これら課題の解決のために重要になるのが、この事業のコンセプトでもある全体像を見据えた相互のつながり、ネクサスの強化です。次のページの全体図にてネクサスの取り組みについてご説明いたします。As this diagram shows, there are 4 specific nexuses. The first is about strengthening collaboration within the university, indicated by the red bidirectional arrows in the middle of the chart. For example, we are strengthening dynamic research collaboration clusters and cross-functional connections with the university, within the university, so that our faculty can benefit from enhanced research exploration in the intersection between the basic research areas and with academic industry collaborations. こちらの図が示すように、具体的には4つのネクサス、つながりがございます。1つ目は図の中央の赤い双方向の矢印で示されている学内の連携強化です。例えば基礎研究と産学連携が分断されることなく、一体的に教授陣が恩恵を受けられるように、ダイナミックな研究連携クラスターや学内の横断的なつながりを強化しています。The second is the orange bidirectional arrow pointing in all directions. We want to be assertive about a positive change for the role that the university of the 21st century can play by understanding diverse perspectives in society. We therefore collaborate with domestic and international stakeholders, including industry, academia, government, and finance, to co-create our role in society. 2つ目は四方に向かっているオレンジの矢印です。社会の多様な視点を理解することによって21世紀の大学が果たすべき役割について積極的な変化を主張したいと考えています。それと同時にフィードバックも伺いたいと思っています。大学の役割を競争していくために国内外の産学官金などステークホルダーの開拓と連携を進めています。The third is the yellow arrow extending outwards from the center. This is to promote the opening and responsible share use of OIST facilities to internal and external stakeholders for the advancement of science, technology, innovation, and outreach. 3つ目は中心から外に向かって伸びている黄色い矢印です。これは科学、技術、イノベーション、アウトリーチの発展のためにOISTの施設の学外開放や責任ある共同利用を促進するものです。The fourth nexus is the green arrow that covers all of these and in a virtuous cycle. These activities are new programs that will enable OIST to fulfill the gateway function, such as international joint research and brain circulation for young researchers. 4つ目がこれら全体をカバーして好循環をもたらす緑色の矢印です。これは今お話しした活動や新たなプログラムを実施することで国際共同研究や若手研究者の頭脳循環などゲートウェイ機能を果たしていくものです。OIST Nexus is not complete on its own. Collaboration with other universities is essential. ネクサスによるつながりの実現はOIST単独で実現できるものではありません。他の大学との連携が不可欠です。In this project, we team up with Keio University and University of Ryukyus as partners. 今回OISTは連携大学として慶応義塾大学と琉球大学とチームを組みました。OIST will extend collaboration with Keio complementary strengths in medicine, humanities, and social sciences. We also aim to leverage their research networks and connections to conduct joint R&D and new business partnerships, targeting otherwise hard-to-reach opportunities for us in urban areas in the mainland Japan. 医学、人文科学、社会科学などの分野で強みを持つ慶応義塾大学との連携を拡大し、OISTの規模の小ささや分野が限定的であるといった課題を克服します。
また、慶應義塾大学の有する研究ネットワークと卓越した大学の歴史を活用させていただくことで、新たなビジネスパートナーシップの構築を図り、共同研究開発を行うことで、まだ私たちOISTが十分にできていない国内都市部をターゲットとしたビジネスチャンスを拡大していきます。Okinawa promotion is a national policy at the core of OIST mission. Based on the Okinawa promotion plan and other national policies, OIST is entrusted by the government and people to promote sustainable and prosperous development of Okinawa. OIST will learn from the University of Ryukyus and the COI Next centers about regional industry promotion, while OIST share experience in entrepreneurship education, startup creation, and globalization. It's a complementary relationship. Mutual use of core facilities is also under construction, and both universities will serve as a core of the Team Okinawa to promote Okinawa's development and innovation in an integrated manner. 沖縄振興は国家政策であり、私たちOISTのミッションの中核でもあります。沖縄振興計画をはじめとする国の施策等に基づいて、OISTは持続可能で豊かな沖縄の発展を推進する役割を担っております。そのための重要なパートナーが琉球大学であり、COI 拠点や地域産業振興では琉球大学から学び、起業家教育、スタートアップ創出やグローバル化ではOISTの経験値を共有するなど、双方的な関係を構築します。また、コアファシリティの相互利用も検討を進めています。両校がチーム沖縄の中核となって、沖縄振興とイノベーションの創出を一体的に推進します。Other collaborating institutions for JPICS include 13 top universities and research institutes in Japan and abroad. For example, University of Hawaii and Scripps shared interest in common and great synergy with OIST for marine science and island-based clean energy solutions, and for the local society, Japan, and for the world. 協力機関として国内外のトップ大学や研究機関など13の機関が名を連ねてくださっております。例えばハワイ大学とサンディエゴのスクリプス研究所は海洋科学と当初に根ざしたクリーンエネルギーの解決策についてOISTと共通の関心を持ち、これから大きな相乗効果を発揮してまいります。Coherent implementation of activities of JPICS initiative will be supported by the Land Nexus and the Sea Nexus buildings to be developed under the JPICS Facility Development Project. Together with a new incubator space funded by METI and the Cabinet Office and is under construction, and these are open innovation and invention facilities. Alignment with COI Next, the Global Bioconvergence Center of Innovation, will also be ensured for enhanced impact. The design and operation of these open transformative facilities will be used in an integrated manner. これらの活動を支えるのが JPICS の施設整備事業で整備するランドネクサスとシーネクサスのビルです。これらのオープンイノベーション施設の設計・運営を一体的に推進します。経済産業省と内閣府の事業で進めている2つのインキュベーション施設と一体的にオープンイノベーション、オープンインベンション、イノベーション施設の役割を担います。COI NEXT のグローバルバイオコンバージェンスイノベーション拠点との連携も確保して、施設の設計や運営の面でも相乗効果を生んでいきます。In this project, 17 initiatives to achieve the university's vision will be pursued under a university-wide and organizational commitment. この事業にあたっては、大学のビジョンを達成するための17の取り組みを全学的、組織的なコミットメントの下で進めていきます。Due to time constraints, I will refrain from reading them one by one to you, but I will highlight 3 examples. 時間の関係で一つ一つを読み上げることは差し控えますが、3つの例をご説明いたします。Number 2,
We signed a new collaboration agreement with Kyushu University, which includes access to core facilities, technical and administration staff training, and trading of used research equipment to promote shared advanced knowledge and use pool of these valuable research resources. 例えば、丸2の関連では、九州大学と新たに共同研究協定を締結いたしました。この協定には、コアファシリティの利用、中古研究機器の交換、技術スタッフ、事務スタッフの共同研修などが含まれます。この取り組みは、高度な知識の共有と貴重な研究資源の利用者の共有を目的としています。In number 4, we made significant progress in raising awareness and preparation for the launch of strategic open clusters. OIST faculty and leadership have had a series of healthy and robust discussions about open cluster opportunities for the National Quantum Hub. We are developing novel collaboration functions to promote open science, foster multidisciplinary integrations, and raise visibility of existing and new open clusters. With support from JPICS, we are on track to implement these pilot programs. 丸4の関連では、戦略的なオープンクラスターの立ち上げに向けた意識向上と準備において大きな進展がありました。OISTの教授陣と幹部の間で、量子技術拠点におけるオープンクラスターのチャンスに関して一連の建設的な議論を行いました。さらに、オープンサイエンスの推進、学際的な交流の促進、既存、また新規センターの認知度向上など、新しいコラボレーション機能を構築しています。JPICS の支援によって、今年中にパイロットプログラムが開始される予定です。In number 6, we just launched a pilot program for the excellent young researchers to establish independent research programs with the pre-PI Buribushi Fellowship. Buribushi means a cluster of stars in the Okinawa dialect. And it will work on pathways to lead successful labs in Japanese universities or anywhere in the world. 丸6では優秀な若手 PI が独立した研究プログラムを立ち上げるためのブリブシフェローシップを立ち上げました。このブリブシとは沖縄の方言で星の集まりを意味し、国内外の大学で研究室を立ち上げて成功する機会を与えることを目的としています。I also want to quickly mention a project directly under me for number 13 that we are preparing a reconstructing of the fundraising office to include philanthropic giving and donation. これらに加えて私の直轄事業として丸13において海外からの投資家や寄付金獲得のための活動強化を図るため担当オフィスの再編成を進めていることにも触れさせてください。Finally, I would like to summarize my presentation today. Looking ahead to the next 10 years, we will implement the 17 initiatives under the 7 mission areas of One OIST strategy. 最後に今日の私の講演のまとめをさせていただきます。10年後の展望を見据えて7つのミッションエリアにおいて One OIST の体制で17の取り組みを実施推進いたします。The Nexus Connection will enable OIST, a young and small global university with geographic isolation and mandate to contribute to the sustainable and prosperous development and promotion of Okinawa. 沖縄の持続可能で豊かな発展と振興に貢献することを使命とする若く小さなグローバル大学であるOISTが、このネクサスによるつながりによって地理的な孤立などの課題を克服します。We will take decisive action to reform the university under One OIST strategy to promote open innovation by utilizing a new Nexus facilities, core facilities, and other facilities. ワンオイスト戦略のもと、大学改革を断行し、新しいネクサス施設やコアファシリティなどを活用してオープンイノベーションを推進します。By leveraging the global network and diverse collaborations at home, we will fulfill the promise of gateway between Japan and the world.
and become a benchmark and active contributor to strengthen Japan's research capabilities. 国内、沖縄、そして海外におけるグローバルなネットワークと多様なコラボレーションを活用することによって、私たちは日本と世界をつなぐ架け橋としての役割を果たし、日本の研究力強化を牽引する研究大学群の一翼を担います。So please stay tuned, and we also welcome your feedback and best practice exchanges. OIST のこれからの活躍にぜひご期待ください。また、ベストプラクティスに関する意見交換など、皆様からのフィードバックもお待ちしております。This ends my speech, and thank you very much for listening. 以上で私の講演を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。沖縄科学技術大学院大学カリン・マルキデス学長によるご紹介でした。ありがとうございました。以上が12校採択大学の取り組み紹介でございました。続きまして、採択大学にご紹介いただきましたビジョンの実現に向けて伴走支援が行われますので、その支援体制等について、独立行政法人日本学術振興会経営企画部調査役高見沢史郎よりご説明申し上げます。皆様遅い時間までシンポジウムお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。私の方からは、現在、進めております、伴走支援の取り組みについて、ご紹介をさせていただきたいと思います。今日のシンポジウムで12大学の非常に意欲的な取り組み、が発表をいただきまして、これらをどのようにサポートしていくのかといった点、非常に重要な課題だというふうに考えております。この件について、事業推進委員会においても非常に熱心に活発にご議論をいただきました。特に各大学の取り組み、それだけを進捗管理をするということではなくて、それらを全体で研究大学群を形成していくという観点で、どのように支援をしていったらいいのか、あるいは今後予定されております中間評価ですとか最終評価ですとか、そういったことに向けてどのような形で取り組みを支援していくことが可能なのか、特に学術振興の観点で大学をエンカレッジするという伴走支援はどのようなものがあるのかといったことを熱心に事業推進委員会ではご議論いただきました。現在、これご覧いただいているスライドは、その考え方ですね、基本的な考え方をまとめたものです。この中でポイントになる点、3つほどご紹介させていただきます。まず、採択大学自らの責任で取り組みを進めていただくということが、各大学様の5年の事業期間、あるいはさらにその先の10年間のビジョンの実現に向けて非常に重要であると、そこを最大限尊重しながら、採択大学の求める必要な助言、提案を実施するということが、伴走支援の中で必要ではないかということを考えております。また、各大学の取り組み、それを12大学、あるいはそれより多い研究大学群として可視化をしていく、そういったことも我が国の学術振興、大学の支援という観点では非常に重要になってまいります。そういったことで共通指標を通じて各大学様のビジョンの意識合わせをしていくということも、この伴走支援で行う必要があるというふうに考えております。ここでご覧いただいておりますのは、伴走支援の運営体制のイメージでございます。
真ん中の緑のこの枠のところが伴走支援チームということになるんですけれども、1名の首席サポーターの先生、それから2名の次席サポーターの先生に加えて、12名、6名ですね、お一人が2大学のサポートをするということで、6名のサポーターの方、それから、リエゾンという方を12名配置して伴走チームの骨格を形成するということで体制を検討しています。この中で非常に特徴的な点4つほど挙げております。まず一番上ですけれども、12名のリエゾンの方、この方々は採択大学の中からご推薦いただいている採択大学の先生方、あるいは URA の方です。で、採択大学の身分を持ちながら伴走チームの一員でもあるということで、サポーターがする助言提案、そういったことを直接大学の中に持ち帰ってさらに大学の中で発展をさせることができるような仕掛けにしていきたいということで現在検討を進めております。また本日提案大学様の取り組みの中でも、ベンチャーキャピタルの話ですとか、知財戦略の話等々ございました。今ビジョンで描いているものをさらに具体化していく中ではさらに困難な課題出てくる可能性もございます。そういった場合にはアドバイザーグループというものを用意しまして、さらに専門的なアドバイスが必要な場合にはそういった支援もさせていただくということで考えております。また特徴の4番ですけれども、この全体ですね、伴走チーム全体で総合調整会議というものを開催する予定にしております。これは定期的に行う予定です。それによって各採択大学さんがお困りの点ですとか、あるいはグッドプラクティス、そういったことを情報共有をし、それぞれの大学がそれぞれの取り組みを超えて情報を共有できるような仕掛けにしていきたいというふうに考えております。これは伴走チームの主な取り組みをまとめたものです。今ご説明しました通り、共通指標を用いて大学と伴走チームの間でビジョンを共有してそのビジョンの中で対話を進めていくということを行いたいというふうに考えております。また2番目にあります通り、各採択大学様の優れた取り組み、共有したい取り組み、あるいは場合によってはその失敗事例なんかもあろうかと思います。でそういった良い取り組み、失敗してしまった取り組み、いろいろなそのノウハウの共有ということが日本の研究大学群を作っていく上では非常に重要であろうと考えております。そういった伴走チームの取り組み、連携の促進ということが必要になっているというふうに考えております。また、繰り返しになりますけれども、アドバイザーグループを設けておりますので、それによって、より専門的な助言が必要な場合には、各大学様の要望に応じてアドバイスをできるような体制を取っていきたいというふうに考えております。また、今後ですね、進捗が進んで、事業が進んでいく中で、それぞれの進捗を共有するといった場合に、事業推進委員会の方では、その進捗に対していくつかの指摘が出てくる場合も考えられます。そういった指摘に対してサポーターが対話をしながら改善を支援するといったことも伴走チームの重要な役割ではないかなというふうに考えております。これ最後のスライドになりますけれども、共通指標を用いてビジョンを共有するということで
特にそれぞれの大学様の提案の中で示していただいている機能、そういったものに着目しながら、それが12大学で共通してどういう立ち位置にあるのか、どういうビジョンの進捗を見ているのかといったことが共通して意識合わせができるようにということで、事業推進委員会の方で7つのカテゴリーをご提案しております。このブルーのところの指標ですけれども、それぞれ機能に応じて区分を設けて書いておりますけれども、これらの区分に応じて具体的な指標を各大学様には立てていただきたいと考えておりますけれども、その際に伴走チームと対話をしながら意識を合わせていける指標、それからすでに作っていただいていますアウトプットアウトカム指標の見直しですとか、研究大学群の形成に向けて分析をするといった時に共通の指標を活用していただきたいというふうに考えております。私どもの方で、サポーターの人選、それから最終調整を進めております。移植間もなくできる状況になってまいりましたので、できるだけ速やかに手続きを取って伴走支援の方に移行していきたいと思っております。採択大学様におかれましてはすでに走りながらやっているところですけれども、私どももこの取り組みが非常に新しい進捗管理の取り組みであるということでチャレンジングなものだと考えておりますので、始まった後にこういった点はもうちょっと進捗の上では考えてほしいとか、あるいは伴走支援の上で必要な支援はこういった支援もしてほしいということがあれば、できるだけコミュニケーションを取りながらさらに伴走支援の取り組みというものもブラッシュアップしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。私からの説明は以上です。どうもありがとうございました。高見沢史郎調査役によるご説明でした。どうもありがとうございました。皆様本日お忙しいところ長時間にわたってご参加いただきまして誠にありがとうございました。これにて地域中核特色ある研究大学強化促進事業キックオフシンポジウムを終了させていただきます。お手元にあります会場図の資料の QR コードよりアンケートサイトにアクセスいただき、アンケートへのご回答にご協力をお願いいたします。また本日のシンポジウムの映像は後日ウェブサイトに掲載予定しております。それでは本日誠にありがとうございました。どうぞお気をつけてお帰りください。またウェブでご参加いただいた皆様方につきましても長時間にわたりありがとうございました。皆様まだ暑さ残っていると思います。どうぞ気をつけてお帰りくださいませ。本日はどうもありがとうございました。